チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。本日はですね、ちょっと火曜日の、ちょっと続きというかな感じにはあるんですけど、久々のカラスマフリートーク、高市政権をどうすりゃええねん会議ということで、高市政権の選挙対象後に左翼はどうすべきか、高市支持者をどう説得するかなどを結論を設けず、皆様と一緒に雑談しながらゆるく考えたいと思います。初見の方もぜひ気軽にコメント等してください。ただですね、ちょっと今回、いつも通りのチャットルールなんですけれども、高市さん本人やその支持者に対する差別や誹謗中傷は禁止します。ちょっと前回ですね、自己愛性パーソナリティ障害だとか、ですね、ナルシズムっていうのを、原因の一つとしてちょっと言っちゃったんですけれども、やっぱりそれもね、精神障害者の方に対してちょっと不適切な表現だったかなと反省しておりますので、そういった表現はですね、控えていただけると助かります。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので、視聴にはご注意ください。また、配信中に緊張や集中で私は笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったり、誰かを笑う意図は一切ありません。ということでですね、チャットルールでは、差別排除につながる発言や攻撃的な言動とは禁止させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、はい、ドセイクさん、音花風花さん、ショウガさん、アブソリュートさん、ゴゴブリンさん、マヤエフさん、キアミフさん、ムヨクさん、マヤピョンさん、ナミさん、イツセさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ゴゴブリンさん、無理しないでくださいね。モデレーションね、すいません、久々のフリートークなので、あれなんですけど、モデレーションありがたいんですけど、全然無理しないでください。反論する気力が残っていない方もですね、ぜひ、本当無理しないで、意見交流できたらと思いますんで、よろしくお願いします。中道の党首が小賀淳さんになりましたが、なんかね、会見を容認するみたいな発言がちょっと飛び出したそうで、いや、それは明日でもいいんで撤回してほしいですね。はい。それもう戦う前から終わってるぞみたいな感じなんですけど、今回中道さんの悪口を言うことが主眼ではないので、正直でも今回の選挙どうしようもなかったと思うので、はい。すごい中道叩きが今盛り上がっているんですけれども、そういう話はあまりする気はないです。はい。とにかく小川さんはですね、会見に反対してください。はい。ということでですね、ネパールカリーを食いに行ったいいですね。ピンナ食堂のスンドゥチゲツープでキムチ鍋作りました。はい。加藤陽子先生の話ちょっとしますよ。はい。ザリーさん、コンカラスです。レブタさん、コンカラスです。来て初コメありがとうございます。いくつか過去のライブのアーカイブを拝見させていただき、なるほど一理あると思った意見もありましたが、一つ自分が思ったのは、今の日本に小選挙区で勝たせる価値のある政党が一体いくつあるのかということです。自民党支持者の方来てくれた。ありがとうございます。小選挙区で勝たせる価値があるというか、比例代表にした方がね、逆に小政党は多分多くなるんですよ。イスラエルとかそうしてるんですけど、ただね、だからといってやっぱり民主主義的になんて言うんですかね、民主主義が必ずしもうまくドライブしてくれるとは限らないっていうところなんで、私としてはどうなんだろうね。やっぱりでもそれでもやっぱ比例代表制にしてですね、好きな政党さんにちゃんと投票できるようにした方がいいと思うんですけどね。はい。憲法変えるのか変えないのか、はたまた永遠というケイトさん、コンカラスです。それですね、反同性婚とか知らずに支持してしまったという人の支持者の方の話はします。それはね、もう、今回で政策とかが全く問題視されなかった、おそらく、初の選挙だというようなことなので、それはちょっと説明を試みてみます。皆様からはですね、忌憚なき意見を寄せていただければと思います。とにかく選挙制度のでもね、どの道改変は必須ですよね。この小選挙区比例代表制はもう限界だと思いますね。はい。
ちょっと答えになってるかわかりませんが、で、ダイバー、ビクター・ウェイスーさんの逝去に伴い、ちょい読み分けを集めていますということですいません、火曜日の配信でちょっと、説明できなかったんですけれども、去る7月7日、長生炭鉱でのですね、調査中にですね、台湾人ダイバーのビクター・ウェイスーさんがご逝去されました。改めてお悔やみ申し上げます。こちら、長生炭鉱の水非常歴史に刻む会様の、にですね、第一次締め切りはもう終わったんですけど、第二次締め切りが、3月以降にまで引き延びさせられているということで、もしですね、余裕のある方は、ですね、ご心寄せいただければと思います。タイムさん、ゴンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そうですね。だからポピュリズムをね、どう止めればいいのか、もうそこですよね。どうすりゃいいんだよ、この状況っていうのが、まあちょっと話になっていくので、早速お話ししていこうかと思いますが、まああんまりね、ざっくりとしか本当私もね、考えてる途中なので、決めていないんですけれども、はい。ボンボさん、コンカラスです。高市さん支持者のコメントに、創価学会より統一教会が増して、それはいくらなんでもちょっとって、どういう意味で言ってんですかね。右翼だからっていうこと？反響だからとか、いや、それはちょっと、いや、まあ、宗教同士言ったから、それも宗教差別になりかねないけど、宗教同士どっちが優れてるのかっていうのは、それはね、信仰してる人にしか分かんないことだとは思うんですけど、統一教会がやったことは犯罪行為ですからね、それ宗教と全く関係ないので、はい。自民党会見の危ない部分をしっかり調べて、憲法審査会でメールを送りましょう。そうですね。はい。そういった行動、アクション大事だと思います。はい。ということで、まあ、早速ですね、まあ、朝日新聞がまたちょっと推し活とかそういうちょっとミソジニスティックなね、言い方本当悪いと思うんだけど、なんかね、相手のナラティブに乗っちゃってるので、それもどうかと思いつつですね、衆院選と野党崩壊何を招くかということで、斉藤美奈子さんという方が寄稿されてまして、これ、まあ、後でリンク集とか作りますけども、一番今のところですね、的確な、後で加藤陽子さんのも説明しますけど、説明じゃないかと言われております。まあ、野党第一党の中道がまあ完全に崩壊しまして、まあ、議席が 85% 減で、安住幹事長なども次々落選したと、いうことでですね、まあ、熱心なファン集団選挙みたいなことになってしまったと。で、ポピュリズムってまあみんな言ってますけれども、そういうの、ポピュリズムってまあ特権的なエリートや既存の政治体制を批判し、一般大衆の不満や要求を代弁して直接政治に反映させようとするまあ政治運動じゃないですか。でも、ポピュリズムってなんていうか、候補者の党の主張とか政策はまあ絡むじゃないですか。まあ例えば分かりやすいのは、参政党のね、去年あった日本人ファーストっていう排外主義的な主張とかが一番分かりやすい例だと思うんですけど、あれは典型的なポピュリズムですよね。ワンフレーズポリティックスで、まあ、なんだろうね、外国人排斥の機運を高めようみたいな、私は差別的だとずっと批判してますけれども、でも今回、まあ、それさえなかったっていうのですよね。100% 印象、100% 雰囲気、100% 感情で決めていて、まあ、あの人はダメだよみたいなこと言っても、かえってね、高市さんファンの人たちがみんな投票してしまったので、まあ、高市さんのファンであるかどうかっていう選挙になってしまった。で、私を選ぶかどうかを決めてくれって自分で、まあ、高市さん言ってしまったので、まあ、当然そういう結果になって、女性性を売りにしていたので、まあ、当然というかですね、やっぱり高齢の男性である野田さんと比べられてしまって、まあ、完全敗北したというような、お話がされております。まあだから正直政策がどうとか左とか右とかの全く問題ではないっていうとこですよね。はい。まあ、そう、まあ、中道はそもそもね、リベラルではないんですけれども、そこもなんか勘違いされて否定されてますよね。スレッズでは高市早苗さんをエクストリーム擁護している連中がいっぱいいますって。まあ、だから SNS でのね、やっぱり後で説明しますけど、ものすごい攻撃的な一部のそういうファン層みたいなのが、出現したっていうのも、あれですけれども、あれもなんか工作なのではっていうふうには言われてますよね。
はい。確かに小選挙区制は無駄になる票が多いという欠点がある制度だと思います。ただ完全比例代表制にして議会第一党が少数政党の過激な意見を聞きついて右傾化した結果が今のガザ地区です。その通りですね。はい。イスラエルはね、本当その比例代表制がうまくいってないんですよね。また少数政党の意見の尊重を重視してきた結果、去年のフランスのように組閣した内閣が13時間で倒れたことが日本でも頻発したら民主主義の信頼が落ちるのではないでしょうかと。なるほど。そうっすね。そう考えるとどうなんだろうな。私もちょっと選挙制度についてはあれなんですけど、中選挙区制に戻すとか、でも中選挙区制に戻したらな、それはそれでだなっていう、なんか昔に戻るだけだろうかなという、気がしますけど、ただやっぱり今のなんか小選挙区比例代表制はちょっと本当にね、機能しなくなってると思うし、今回みたいな選挙の仕方されたらね、それこそやっぱり与党が圧倒的に有利だし、まあこういうね、支持率、個人人気の高い人が簡単に勝利できてしまうっていうシステムになっちゃったので、それはなんとかしないといけないですよね。そう、ジェイドはね、やっぱりジェンダーカー取り繕うことしかしなかったっていうのは、斉藤さん、ちょっと有料部分ですけれどもね、完全敗北した理由として、おじさんばっかりに前面に出して、野田さんばっかり目立ってたっていう、そこがやっぱり一番致命的だったし、吉田晴美さんが党首だったら、また全然違う戦いになったんじゃないかというような指摘はなされてます。はい。で、斉藤さんはだから戦後民主主義がこれで終わったとまで言っちゃってるんですけど、それはちょっとやっぱ言い過ぎというか、新たなステージにちょっと入ったという権威主義がね、新たなステージに入ったという意味ではその通りだと思いますけど、戦後民主主義をどう定義するかっていうことですよね。民主主義自体が滅亡したわけではないし、高市さんはヒットラーではないので、はい、あくまで選挙民主主義の中で権威主義的な独裁者的な人たちが独裁者的な人物が現れてしまったというところだと思いますね。伊沢参考カラスです。来ていただいてありがとうございます。そうですね。やっぱり比例代表制は比例代表制でな。イスラエル化したら日本に本当イスラエル化する可能性あるからね、危ういっすよね。ちょっと極右と連立してああなるのは勘弁してもらいたいですね。はい。いやー、それにしても日本は左派が弱いというのはね、でもそれはその全てを差し置いて考えても確かに左派弱すぎるというか、この状況だったらね、もうちょっとやっぱり共産党さん伸びないかなと思ったんですけど、伸びなかったですね。そこは本当残念です。共産党さんが悪いわけじゃないんだけどさ、本当右傾化してるっていうことですよね。そう。そうですね。解散タイミングがね、日本の場合、政権を握ってる側にしかわからないっていうのがね、やっぱりそこが最大の問題ですよね。それ本当禁止すべきだと思います。勝手に首相が解散するの。そうじゃないと人気の首相が現れたらもう、ね、その時点で解散されてしまったら終わりだから、もうダメですよね。で、自民党が今回のようにね、大量の資金を投入してね、我々の政党助成金で勝手に選挙を行うみたいなことができてしまうということが証明されちゃった以上ですね、毎回ファンダム選挙を仕掛けられて、全滅するみたいな感じになっちゃいますよね。崖から落ちただけ崖から落ちただけいやー、反響しすぎてやっぱ自己責任論の組み合わせなんですかね。権威主義がやっぱ発生したというのは。はい。で、こちら後で、ですね、無料で全部見れるようにしたんで、加藤陽子先生の記事、貼っときますけど、人気投票化し、歴史的対象した高市政権、この国の民主主義はどこへというところで、異例ずくめの真冬の選挙は大した政策論争も行われるまま、いつしか首相の人気投票に変質し、結果自民党の歴史的圧勝に終わった。してやられた感が未だに抜けないが、高市政権の前途には内政外政とも課題が山積しており、この国の議会制民主主義はどこで向かうのかということで、さすが加藤先生というかですね、圧倒的に鋭いというか、めちゃくちゃボロカスに言ってるので、すごいんですよね。だから高市さんの裏の動機みたいなところまでちゃんと読んでて、高市さんが政治家として弱いがゆえに今回行われたと、って弱いって圧倒的に勝ったのにっていう、感じなんですけど、印象に残っているのは高市さんが昨年の臨時国会の衆議院予算委員会で詳細しきった症状を見せていたことです。通常国会を迎えるにあたっておそらく彼女は野党議員が予算委員長のままでは身が持たないと考えたのではないだろうか。
政策実現のために議席を増やしたいというならまだしも、自分が疲弊するから土俵を変えたいという実に後ろ向きの動機で解散権という強大な掛乱を異例ずくめの悪辣なやり方で抜いたと、いうことでですね、こんなやつがスパイ防止法をね制定するなんてとんでもないみたいなところまで言っていてボロカス言い過ぎでしょって感じですけど、まあでもこれが全てですよね。自分のそういうなんていうのかな、異論を許さない権威の確立のために、まあめちゃくちゃなそういうですね、独裁的な手法を使って自己都合解散をして、まあ、選挙を人気投票にして、まあ、民主主義を破壊してしまったっていうことですから、やっぱり非常に罪深いと思いますよね。はい。でまあ、もちろん中道連合のねダメな部分とかもたくさん書いているので、まあ、ぜひとも読んでいただきたいんですけれども、だからといってなんか中道がダメみたいなことを今一生懸命言ってるですねリベラル自称リベラルの人とか右翼の人たちがいっぱいいるんですけれども、それは高市さんのやっぱりどうしようもないこの卑怯さというか、もうなりふり構わぬ、権威主義による民主主義の破壊っていうのをですね脱臭してるというか、まあ、そこから目をそらすために言ってんじゃないかなという気はしますよね。ドラさんお言えそうですな、ここからです。来ていただいてありがとうございます。そうですね、今回だから高市さんに批判的な政党がもうがっつりやられてしまった。でから結局高市さんを信任する選挙になっちゃったっていうことですよね。はい。だからなんかね、立憲民主党さんは本当ね、共産党アレルギーをなんとかしてくださいよってそこ捨てない、本当共産党さんと組まないともう後がないと思いますけどね、和解してください本当にそう、日曜討論も逃げたしね。だから自分の好きを見せないように、まあ、必死で逃げ回りながら戦ったわけですよね。はい。ですね、加藤陽子先生はそれでも日本人は戦争を選んだなどの私も配信で紹介してますので、ぜひとも読んでください。まあですね、ガチガチに批判してるんですけども、長谷部先生と一緒にまあすごいですよね。で開票日は全国的に北海道もひどかったんですけど、雪が降りまして、日本史において雪は桜田門外の平野226事件を逆帰させますが、悪天候の選挙でもこれほどの票を自民党が集めたというところは、悪天候などで投票率が下がった場合は宗教団体や組織票を持っている政党が有利だといった従来の投票行動の分析では説明がつきません。何があっても絶対に投票を行く高市さんが進退をかけているんだからという意識が国政という場で不幸にも花開いてしまったと。不幸にも花開いてしまったみたいなまあすごいですね、辛辣に書いているので、よかったら皆さん読んでください。今でも富の再分配を富裕層や資本回路増税を共産主義がみたいなことを言う連中が、まあそうですね。だから社会主義の定義間違ってますよね。富を再分配したら社会主義だったら大抵の国は全部社会主義だよってそんな社民主義国家あったら住みたいわ。ですね。まあ今回だから令和さんも社民党もさんもそうだけど、まあ沖縄分裂ムーブをして見事に全滅しましたからね。そこも最悪でしたね。はい。解散権の制限はあってしはるべきとは思います。であるならば、ドイツのように放末政党乱立を防ぐための 5% 足切り条項も必要ではないかと。なるほど。そうですね。だから、そうなると、ただね、まあ、日本保守党はいいとしても、社民党さんがちょっとね、選挙出れないことになっちゃいますけどね。この辺ですよね。どのぐらい調整すればいいかっていうことですよね。いやー、本当ね、立憲の左派議員さんがみんな落選してしまったのは本当最悪の状況ですよね。だからまあ確かにどうしようもない、戦略的に自分を信任するかどうかみたいな権威主義国家みたいな選挙を仕掛けられてしまったので、まあ民主主義のね、ルールをある意味破壊してしまったっていうところがあり、それでね、勝ってしまったというわけですから、必ずしも中道のせいとは言えないんですけれども、ねすいません。個人的な利用に限りますって書いてあるんですけど、ですね、有料部分はだから見せないようにすいません。一応してるんですけれども、後で、全部読めるように貼っておきます。すいません。はい。日本共産党も言うほど左でもないし、名前でね、まあだからやっぱり中国共産党さんをね、今回敵にっていう風に設定したっていうのはアジェンダセッティングが上手だったっていうことですよね。中国共産党に連なるものは全て敵であるっていう風に、まあ、言ってしまったから、まあ、日本共産党さんはそれに巻き込まれたっていう感じですよね。ぶっちゃけ共産党って名前しか共通点ないんですけどね。
ペタさん、オバスンさん、黄金の時代さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。まあ、政党政治のそれはなんか、いくつかなんか異論があったような気がしますね。政党政治の混乱でデモクラシーが信頼を失った結果か、軍部による政治が、支持された結果かっていうのって、確か、まあ、どっちが先かなっていう、鶏が先か卵が先かみたいなところあるんですよね。まあ、ただね、まあ今軍部というか、自衛隊さんがいきなりクーデターを起こすという事態は、まあさすがにね、ほとんど可能性としてはないと思うので、まあ政党政治の混乱というかね、政治的不信感をどうやって克服するかというところではありますよね。はい。選挙の際に多大な広告費に関しても制限をかけるべきだと思います。そうですね。まあ自民党に有利すぎますからね。はい。でも無所属になっていれば何人か帰ってこれたし、柔道に行ったことで裏切り者になってしまった。まあ結果的にはね、本当にね、何のために新政党を組んだかという、亀明子さんはそう離れましたしね。沖縄全廃きついですよね。沖縄県知事選が本当ね、心配ですね。はい。参政党バッターさん、コンカラスです。いや、令和さん、まあ1議席になっちゃったしね。ナルセキランさん、コンカラスです。そう。結局野党共闘してくれないですからね、そうなるとちょっと仲間に引き入れるのは難しいですよね。うん。社民党には頑張ってほしいのですが、沖縄2区の県とかそうじゃないだろうと思うところはあり、先日の衆院選は比例投票を選択肢から消しちゃいましたと。社民党さんもだからね、完全比例代表にして 5% 足切りルールを設けたらね、比例代表に出れなくなっちゃうので、まあ、どのみちなんとかしてほしいなというところではありますよね。自民党がこれだけ圧勝してしまうのがね、まあ、結局民主主義がね、やっぱ権威主義的パーソナリティに侵されてるのかなと、ちょっと前回の話の続きなんですけれども、まあ、基本的にやっぱりいきなり高市さんみたいなね、権力を全力でアピールする人をね、支持しちゃうっていうのは、権威主義的パーソナリティがそれだけ広がってるからっていうことですよね。強いものや権威に従う単純な思考が目立ち、自分の意見や関心が社会でも常識だと誤解して捉える傾向が強く、外国人や少数民族を攻撃する傾向があると。まあ、ドイツのね、戦前のドイツは社会不安がすごく広がって、まあ、ユダヤ人の人たちに対する憎しみとかがですね、強く、社会的に主張されてたので、まあ、それを背景にナチスドイツが、台頭したということなんですけれども、だから、まあ、高市さんがいきなりファシズムを作ったわけではなくて、そういうなんか中国叩きとか、少数民族叩きみたいなのが、まあ、ずーっと今ね、日本の雰囲気に応一してたじゃないですか。で、まあその背景に高市さんっていう、まあ極右のね、政治家がいきなり現れたから、一気にみんなね、高市さんの独善的な高市崇拝みたいな、ことになってしまったのかなと思いますよね。で、ね、でも権威主義なのに、高市さんが女性なのがね、そこはちょっと違うんじゃないかっていう人もいるかもしれないんですけど、権威主義の定義によるとね、むしろ女性の方がいいんですよね。まあ、先ほどの斉藤美奈子さんも、まあ、女性をうまくブランド化したっていう風に、まあ、高市さんの人気の秘訣を言ってるんですけど、権威を強調する体制は、権威を軸としたヒエラルキーを形成してエリート主義を持ち、実質的な権力として階級として固定化する場合もあるが、単一的権威、まあ独裁者ですよね、による支配体制の場合、その権威以外の既存の多権威の権力関係、場合により身分、貧富、人種、民族、まあ性差別などを、超越または無効ともするため、大衆や従来の非支配層からの広い支持を得る場合もあるということで、まあ、高市さんの場合、これに当てはまるんじゃないかと今回思うんですね。女性である、で、叩き上げであるということで、まあ自民党らしくないキャラクターの人が、まあ小泉純一郎の時もそうでしたけれども、トップになり、まあ、今までのですね、自民党の旧兵的な政治を打ち破って、新たなですね、支配者として君臨するのだというストーリーが広く受け入れられてしまったのかなという、気がします。だから石破さんがね、ものすごく、まあ、ね、既存の、やっぱり、古き良き自民党っぽいキャラで、まあ、その人が非常に嫌われてて、まあ、その反動っていうのもやっぱあると思いますよね。はい。そうですね。柔道さん、伊佐真一さんをメディアに出さない方がいいと思います。
だから試験力至上主義だと本当権威主義選挙ですよ。だから今回権威主義体制、高市さんを中心とする権威主義体制を構築するのを信任するかどうかみたいな選挙になっちゃったんで、全く民主的ではなかったと思いますよね。はい。そう、権威主義的パーソナリティのテストみんな受けてほしいですね。高市さんの支持者は。絶対高いと思うよ。申し訳ないけど。未だに日本だと社会主義や共産主義に対するイメージは本当悪いんですよね。そう。だからソ連とかね、だからスターリニズムとかクレメール・ルージュが悪いのであって、社民主義が悪いわけじゃないです。はい、その通りです。ありがとうございます。はい。まあでも、北条政子以来はちょっと言い過ぎじゃないですか。他にもなんかいなかったっけまあただ女性がやっぱりトップに立つっていうのが日本史的にもね、まあ日本の男女差別があまりにひどすぎるので、まあいきなりね、やっぱり女性トップ、しかも超保守的で男女差別的な自民党の女性トップっていうのがですね、圧倒的なパワーとしてみんなに伝わってしまったっていうところだと思うんですよね。まあだから野田さんはやっぱ古すぎましたよね、やり方がね。あなたが出て、だから対抗軸としてあえて男性性を出していくとか、そういうことも考えてなかったわけですからね、ちょっとびっくりしちゃいましたよね。もう、石破さんが左とか言われてるのもおかしいしね。本当に。権威主義的パーソナリティのテスト確かありますよ。はい。まあ、テストはテストなんで、皆さん、だからといって、なんか権威主義、この前のすいません、前回の配信でも言ったけど、そういうパーソナリティが高いから、出たからといって落ち込んだりしないでください。それが必ずしもね、ファシストになるというわけではないので、はい。ちなみに私めっちゃ低かったです。はい。水古天皇さん言いましたよね。そう、小泉純一郎さん、自民党をぶっ壊すって言った時はかっこいいって一瞬思っちゃったと。なるほど。その気持ちはでもわかりますよね。だからね、やっぱりああいう人がね、ヒーロイックに出てきてしまうと、みんなそっちに流れやすいっていうのは、まあ、20年以上前から変わってない日本の体質なのかなと思いますよね。でもね、昭和時代ってね、結構自民党って社民主義的なところがありましたからね、それが変質して、まあ、ネオリベしてきて、まあ、小泉以降ですけど、それこそ今に至ってるわけですから、やっぱ変質してますよね、党としては。NF104 さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そう、自民党というかね、高市支持者にあらずんば政治家にあらずにしちゃったんですよ、今回。本当に権威主義でしょって独裁だろという。感じなんだけど、野田さんはやっぱり保守派だからなんだかんだ言って、まあ受け入れられやすいというところはあったんだと思いますけど、これが今回裏目に出ましたよね。保守的な、やっぱりね、旧来のその永田町政治を代表する人っていうような、まあこっち有料部分なんでちょっと見せできないんですけど、ことの象徴として、まあ野田さんと斉藤哲夫さんが捉えられてしまったことが敗因だと、斉藤美奈子さんは言ってますね。はい。イギリスのサッチャー、ドイツのメルケル、イタリアのメローニ、保守政党の右派政治家から誕生しているように思いますが、どう思いますか？そうですね。やっぱ保守の方から登場しやすいんじゃないですかね。どちらかというと。超リベラルな国だったら別ですけど、やっぱりいきなりその左派の女性政治家とかフェミニストの人みたいなのが、まあ、この前ね、女性の休日っていう映画見てきたんですけど、アイスランドのようにですね、左派政治とか女性のフェミニズムが強い国だったら、まあ、ありえなくもないけど、まあ、ドイツはともかくイタリア、イギリスはね、日本と並んで非常に保守的な国なので、やっぱりね、高市さんと同じ原理でですね、保守政党の方が女性性をまあ利用しようとするっていう流れになっちゃいがちなんじゃないですかね。だから野田さんね、自民党とあんま大差がないし、やっぱり石破さんとキャラ被ってるんでやっぱそこが最大の痛さだったような気がしますよね。だから石破さんとダブって見えた人が多かったのかなという。だからキャラ勝負になるとやっぱ勝ち目がなかったですよね。だからね、ほんとね、左翼の議員もっと増えないとでも本当にね、まずいですよ。まともに議論できる人がいなくなるから、権威主義国家になっちゃいますよね。世界的に70年代までは社会主義国もあり、資本主義国でもそう、権威図的なね、大きな、政府があったと。あれ、権威主義的パーソナリティテストなかったかな？ごめんなさい。すいません。ちゃんと調べておけばよかった。誰か言ってたけど、自民党はヌエみたいなもので権力のためなら何でもなるしというですね。まあ、今は完全に極右化してますよね。はい。
いや、でも本当ね、2024年が最大のチャンスだったんですね、考えたらね。あの時にやっぱり政権交代できなかったのが本当痛すぎましたよね。あれ本当だ、権威主義的パーソナリティテスト出ないな。昔あったんだけどな。はい。私もあまり歴史に明るくないですが、歴代の女性天皇は特に古代はあくまで女性の皇族が天皇になるまでのつなぎ役みたいな感じなので、扱い方には。そうですね。推古天皇も確かそうですよね。うん。そう。だから野田さんなんかね、壊し屋イメージついちゃいましたよね。本当に政局感ないしね。米国の反共主義は徹底していて、反共ならばチリのピノチェットやリカラグアのソモサ王朝という独裁者でさえ支援してます。まあそうですね。だから結局アメリカの傀儡国家だからっていうところはあるんでしょうね、日本も。だけどなんか今のね、極右化はトランプの影響もあるけど、勝手に極右化してる感はありますけどね。はい。そう、昔あったんですけどね、ちょっと今出てこないですね。すみません。はい。大根神奈川国さん、コンカラスです。小川淳也さんはやばいのではないでしょうか。高市との党首討論で小泉公文みたいなことをして国民から大バッシングを受ける未来が見えますと。そうっすね。なんか椎名武さんの方がよくマシだったような気も。まあ、ただ、まあ今回中道さんはちょっとどうしようもなかったとは思いますけどね。はい。あ、ファシストテストみたいな名前であるのか。チリは人流主義の実験台とされてしまったと。でもなんか、ファシズムテストがあるね。連合、どうなんでしょうね。いや、でも連合はどうなんだろうな。でもなんか、いつまで経っても国民民主党切らないあたりはなんか怪しく見えてきますけど、やっぱり経団連とかのね、主張をある程度反映してるのかなという気がしますね。そう、アイスランドは人口40万人弱でね、他国に支配された歴史があるので、フェミニズムの人、すごい強い、フェミニストの人たちめちゃくちゃ強いんですよね。はい。ぜひとも女性の休日映画見てみてください。あと、ファシズムテストありました。はい。ファシズムテストで検索すると出ると思います。あくまでまあ、でもテストなんで参考にだけしてくださいね。やる方は。はい。ですね。で、まあ、先ほど、推しからね、推し活ということで、まあ、前回の配信でも指摘があって言ったんですけど、アイドル的なものをですね、罪がないのにね、悪く言ってるように聞こえるっていうことで、ちょっとこの言い方も問題があると思うんですけど、この方ね、渡部さんっていう方が、推し活政治っていうけど違うんじゃないかっていう、ちょっと面白い反論をしてるので、ちょっと紹介しますけど、まあ、アイドル文化みたいなのがね、根本原因みたいなことを言うのはちょっと違うのではないかと。まあ、競技の、まあ、これはね、ちょっとずっとして難しいんですけど、ファンダムみたいなのが本当に今回成立したんだとしたら、仲間とか共同体、贈与交換、募集みたいな関係があったはずだと。だから、高市さんの支持者の間でも、仲間意識とか共同体意識みたいなのがですね、健全に形成されてきたとしたら、それはね、必ずしも権威主義的な性質のものにはならないはずだっていうことなんですけど、デマ、誤情報の拡散、メディアの買収みたいなのがまあ、起きたわけじゃないですか。で、代議性が他者、アイドル、政治家、キャラ、天皇との私の関係に依拠したものである以上、そこには欲望、幻想、快楽が入り込む。その意味ではデマや願望が入り込みやすいメカニズムになっているし、だからこそ資本主義が自己を実現する場所になってしまうんだと思うということで、ちょっと言い方がこれ難しいんだけど、今回代議制民主主義でその高市さんを首相として選ぶかどうかっていうところなんで、やっぱり天皇をですね、支持するかどうかみたいな話になってしまったと思うんですね。で、天皇崇拝に対しては、やっぱり戦前を言うまでもなくですね、欲望とか幻想とか快楽とかが入り込みやすいので、そういったことがね、自己を実現する場所になってしまって、まあ、良くない形で発言してしまったんじゃないかなというようなまとめになってますね。はい。そうですね。まあ、トランプ大統領はね、政治には全く興味ないですね。なんか一人勝ちたいだけですよね、あの人は。そう、日本の国外になることしかしてないのになんで日本人に嫌われてないのか、最近ようやく少し人気下がってきたような気がしますけど、やっぱりマスコミの取り上げ方もおかしいですよね。なんかトランプのこと批判しないじゃないですか、あんなひどいことしてるのに。よくないですよね。だからああいうトランプにね、ああやって付き従う高市さんの姿もあんまり批判されなかったわけですよね。まあやっぱり高市、吉村、玉木、神谷というね、キャラ政治が
まあキャラクター政治という面で見るとね、キャラの強い人が揃ってた中で野田さんちょっと斉藤さんは弱すぎましたよね。本当はそういう話じゃないんですけどね、選挙って本当は男女の性別関係なく純粋に政治家としての能力を発揮されるべきとは思いますが、選挙中の PR を見ていると自民党の方が女性活躍に成功している。そうですね。まあこれ先に取り上げるか、杉田俊介さんという方が指摘してるんですけど、高市総理は敵の名指しによる被害者モード、女性の犠牲者性簒奪、アイドル文化の活用、まあこれはちょっとさっき異論がありましたけど、民主主義的対話と説得の放棄、フェイク自己啓発、広報のための無尽蔵な資金投入、ネットプロパガンダ、フェモナショナリズム等と持てる武器を全て惜しみなく使ったというとねまあこれだよなという感じですね。まあやっぱり最近言われてる概念、フェモナショナリズムと、まあ、フェミニズム、右翼フェミニズムみたいなですね、女性がそのナショナリズムを主張することで、ですね、右翼的な主張とかに抵抗のある、特に若い人とか今回女性のね有権者の人たちにも強く訴えかけることができるっていう、まあ、メローニとかも使ってるテクニックだと思うんですけど、まあこれをね最大限利用されてしまったという感じですよね、自民党に。はい。連合はもっと現役世代と労働者に向き合ってもっと闘争すべき。平和では飯は食えない。まあだから平和運動とね、その労働運動ってセットでなきゃいけないと思うんですけど、やはりなんかね、玉木さんみたいな人はね、なんかどっちもやってるような感じがしないし、なんかやっぱり企業と野合しすぎた結果じゃないかなという気がしますよね。そう。だからね、吉野さんが反響ですからね、それはダメだろって気がする。道の海賊さん、コンカラスです。お邪魔します。ありがとうございます。真央さん、コンカラスです。高市天皇、高市よ、高市だよ。まあ、天皇が今存在感ないですからね。だから、天皇の代わりが高市さん、今回だったということですよね、きっと。はい。だからね、やっぱり資本家がそう人民のそのなんだろうエネルギーを消費するっていうやり口を、高市天皇が吸収してしまったというよう、うまく利用してしまったというような話かなと。推し活とファンダムはね、違うっていうことを、これ、すいません。うまく私説明できてなかったんですけど、渡部さんは説明されてます。ちょっと後でリンク貼っておきますけど、イメージの需要、欲望、っていうのが競技のまあ推し活の軸っていう風に言ってるんですけど、まあファンダムっていうと、仲間とか共同体っていうのが強調されるので、これが相互に変換強化されるのがまあ本来の姿であるはずなんだけど、まあ今回の場合ですね、高市さんを支持するかどうかみたいなところより極端にそっちに触れてしまったんで、まああんまり共同体みたいなのが全然意識されなくて政治にならなかったっていう感じですよね。はい。ね、まあというか植民地主義を克服した経験があるかどうかじゃないですかねだから沖縄はやっぱりそこで戦ってるわけじゃないですか。でも日本はね、どっちかというとじゃなくても植民地を作ってきた側の国だから、やっぱりね克服できてないですよね、その辺のことをね。いや、一時の流行なのは確かだと思いますけど、そのうちにね会見まで発動されてしまったらたまんないっすよね。はい。人間関係のあらゆる部分、愛情や憧れといった感情さえも資本主義的、派閥、金銭関係に変えてしまうのでしょう。いや、その通りですね。だから、金銭的な、そういう資本主義的な関係にですね、変化されちゃったってことですよね。共産党は女性議員ばかりなのに男性議員が落選してしまうだけですが。加藤を批判しないからって論調はまんま兵庫県知事でしたね。はい。全く斉藤元彦の支持の理由と同じですよね。はい。なんかね、烏丸、ショッピングがなんか今回できるようになったので、なんか、もしかしたら何か売るかもしれません。その時はよろしくお願いします。トランプは失脚されて逮捕されて人生終了だから大統領の座にしがみついてるだけですよね。はい。そう、ネオリベラルフェミニズムっていわゆるリーンフェミニズムっていうのもあるんですよね。だからリーンプラスフェモナショナリズムっていう、なんかどっちにしろまあ右翼なんですけれども、まあやっぱりちょっと正統派フェミニズムの悪用というかですね、右翼に散奪されたような感じですよね、フェミニズムが。はい。憲法改正かなり怖いですね。もし国民投票になったらその頃は今より AI が発達してるだろうし、思いもよらないような大衆扇動が起きそうですね。
郵政選挙と希望の党騒動のような選挙が合体した。なるほど。まあそうですね。希望の党プラス郵政選挙っていうのが、まあ今回の正体なんか、それあと大負けするよな。まあサッチャーからしてゴリゴリの反響ですからね。当然、高市さんはそちらの方向になるわけですけど。高市の関係で、前から考えるのが重戦記エルガイムのミアンとシンのポセイダルの関係に似ている。ごめんね、エルガイムちゃんと見てないんだよな。ありがとうございます。富の作品ですね。はい。チェックしておきます。すいません。そう、日本の国家自体がね、植民地主義とちゃんと向き合ってこなかった気がしますよね。はい。だからね、結局パレスチナ連帯も盛り上がらないし、それがね、今の反政平和みたいなメッセージが説得力なくなってる感じがありますよね。はい。そう、高市さんがこのノリで会見させてくださいって言ったら今じゃ通っちゃう気がしますよね。それは本当やばいと思うのでなんとかしなきゃいけないんですけど、はい。そうね、植民地主義の負の歴史を言ったらね、対日扱いされるのどうにかしてほしいですね。はい。前回の配信でフェアトレードのコーヒーの宣伝があったの。ありがとうございます。それ私がセットしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。エルガイムのポレスエイダルはゼータガンダムのアナハイムやシロコリ。なるほど。ありがとうございます。ちょっとわかった。エルガイムはマーク2のプラも作った。サッチャーは、なるほど。昭和のね、アイドル的存在だったんですね。まあ当時はやっぱりそういう風に重要されたんだろうな。ただですね、まあ、この、いつもはね、中国寄りというかですね、まあ、中国側からの見方をそのまま言ってるような、日本のね、立場から言ってるような感じの方なんですけど、はっきり言って今回の選挙を受けてリベラルがなぜ衰退したのかを人文知的に掘り下げる考察はほぼ意味がない。もはや政策の訴えが通用する時代ではない。1、個人に焦点を当てたファンダム物語の作り方が下手。2、出島広告費の投下不足。3、デジタル技術の理解活用不足でほぼ説明ができる。要はデジタル空間での物語コンテンツ消費時代に人々の認知をハックする方法論を日本のリベラル政党は心得ていないだけの話だと。いろんな人文系の学者やジャーナリストが今やっているなぜリベラルが嫌われたのか系の分析は全部負け入りの指摘考察ではない。これは犬に失礼だと思うけど、彼らが負けたのは思想が間違っていたからでもないし、時代に合わなかったからでもなく、単に現代の戦場であるデジタル認知空間におけるドクトリン、物語構築、平坦、広告費、兵器、アルゴリズムが致命的に周回遅れだったからであると。まあ YouTube を利用したね、ああいう広告戦略みたいなことは全くまあリベラル側はできてなかったわけですよね。それは負けるわという話ではありますよね。で、わざと自民党対象の構造的要因を隠すために中立を装ってリベラル、負け物語を作っているだけです。一番典型的なプレイヤーがなんとか .com の人たちです。そのことに気づかずに一緒になって自虐分析を始めているリベラル知識層の多さたるや、申し訳ないがそういう分析は全部間違っています。今回の選挙を見てもわかるように、とりあえず中国に喧嘩を売り、中国からの反応を起点に SNS などで被害者物語コンテンツを作り続けていけば、あとはウェブマーケティングによる広告大量投入プラスアルゴリズムプラスアテンションエコノミーで自動的に雪だるまのように政治的ファンダムが作られ、ファンダムの物語はそれ自体で一つのパトス、感情として内部完結しており、そこにロゴスは入っていきようがないと、そういう認知経済構造になっていると。もはや日本における選挙は一種の情動消費のエンターテインメントと化した。しかしそれによってもたらされる国家戦略上の結果は誰しも考えられない、誰しも責任が取れない無責任体系となっており、1億総中流、1億総活躍を経て1億総枠的社会に突入した。これは日本国民にとっても不幸であり、東アジアの平和と安定にとっても重大な脅威であると。まあその通りだなと。で、やっぱり中国のインテリの人たちって多分こういう分析してんだろうなと、怖いなという気がしますよね。だからロゴスが通じる相手じゃないから、もう制裁するしかねえぞこいつらみたいな感じになってんじゃないかなと。まあ前回の会人でもちょっと取り上げたんですけど、それは本当恐ろしいなと思います。まあ軍事的な攻撃はないとしても、経済的にはね、もう相手に話が通じる状態じゃないから、徹底的に高市さんを追い込むっていうような、まあ、ことをやって、まあ、自民党がね、ますます強硬になるっていうような恐ろしさがあるなと思いますね。はい。ですね。外見論議が加速した瞬間に経済制裁されそう。いや、ほんとね、会見論議なんてした瞬間にね、経済制裁されるから、ほんとやめた方がいいですよ。論議すること自体やめた方がいい。うん。
ですね、植民地主義ってゆくゆくは植民地を支配する方法で北国の国民を支配されるように、なるほど。いや、その通りです。いや、満州国の研究者である山室真一さんだけでなく、山田明先生も言っていますということで、ありがとうございます。やっぱりそうなんですね。まあ、そりゃそうだよな。植民地主義はね、必ずそのやり方で自国の市民も支配するんですよ。まあ、イスラエルとか見てれば分かりますよね。はい。ちなみに、1890年の帝国議会設置以来、今回の自民党より多く議席を取ったのは1942年の大西翼賛会だけですね。ありがとうございます。私もちょっと前回のちょっと火曜日の配信ですいません、勘違いしてたんですけど、議席数だけだったら優勢選挙超えてますからね。はい。すみません。得票数だけだったらね、優勢選挙の方が多いんですけど、はい。エルガイムは男性のポセイダルが民衆を支配するために女性のミアを影武者として表に立てる。なるほど。そういう関係なんだ。なるほど。ありがとうございます。表の絶対権力者オルドナミアンがいて、しかし本当のポセイダルはアマンダラという二重構造になると。なるほど。ですね、選挙がこれではな、政策で勝負してほしい。まあでも選挙になってないですよね、ある意味。だから本当ね、中国に攻撃したから高市さんがそういうヒーローみたいになってしまって、高市さんを信任するかどうかみたいな話になってしまったので、まあ選挙権威主義だし、なんですかね、対中強硬政策を取るかどうかぐらいしか選挙の争点がなかったなと思いますよね。タッチャーがどれだけ英国の労働者階級を苦しめてきたか忘れてはならないですかね。いや、本当にね、外圧しかないっていう怒り方をおっしゃってるんですけど、それは怖いですよね。やっぱりこっちが被害をみんな被るわけじゃないですか。政治的な意見で賛否両論あるとは思うが、高市氏が数々の障害を乗り越えて本邦初の女性市長になったこと自体は評価すべきだと思う。しかしながらその点のみで耳目が集まって政策論議が大人になってしまったというか、まあそうですね、大人になったというか、やっぱり本人もそうだし、自民党の周囲もそうだしけど、ああいうフェモナショナリズムによって女性性をね、最大限悪用してしまってるので、それは絶対ダメだろっていう、なんか禁じ手を使われた感じですよね。こんな SF みたいな選挙嫌だって石戸、高市さないほど政策を訴え続ける政治家で、そんなこと言ってたの嘘でしょどこの現実を見てるんだろう。いや、なんかでもそんな人ばっかりですよね。御用学者、御用ジャーナリストって言えばいいのかな。中国は一般のネット民もこれぐらい分析してる。さすがだな。まあ政治的無関心の権威主義的パーソナリティの人たちにとっては新技術を駆使して権威あるものに絶対的服従する物語以上にやっぱり魅力的なものってなかったと思うんですね。でまあさっきも説明したんですけど、高市さんは極右でエリートではあるものの女性かつ叩き上げっていう属性を持ってるんで、女性を支持する私はリベラルでいいんだみたいなね、さっきの権威主義的パーソナリティのだから典型なんですけども、自分を権威主義ではないって民主主義者なんだ、リベラルなんだと思って投票してしまった人ってのも結構多いと思うんですね。なので、まあ、あえてリベラルの範囲分析をするなら、高市流権威主義プラス、テクノ戦略×広告の物流作戦の、まあ、組み合わせでですね、まあ、リベラルが全部苦手な分野で、まあ、確かに広告戦略とかテクノ戦略はもっと練り直して頑張ってくれよという気持ちはありますけども、正直金がそんなにないのでもう無理ですよね、これは。だし、権威主義国家にするわけにいかないから、どうやってもちょっと難しいだろっていう、だからちょっと作戦の練りようがないよなという気がしますよね。で、まあ、ただこういう政治がそのまま続くと、まあ、日中関係がさらにね、事実上、まあ、自由民主主義の滅亡プロセスに入って、まあ、中国がね、軍国主義が復活したと考えて台湾有事に至るのではないかという非常に不吉なことも言ってらっしゃいます。それだけはやっぱり防がなきゃいけないですよね。はい。いや、24年にね、やっぱり石破さんの時にね、野党共闘やりきってたら政権交代できてたのにね、そこで歴史が変わっちゃいましたよね。
柔道の大量落選は落選者の活動の幅を増やすという意味も持つので、若者に注目される可能性もあります。インフルを寝込んでリファックなど見てますが、例えば吉田晴美さんや中谷和馬さんなど早速活躍してます。これまでの立憲には見なかった流れです。柔道が伸びたところでリベラルが伸びなかったら会見もされちゃうけど、あるとしたら柔道が伸びたと柔道の中でリベラルが伸びるようなシナリオをかけるし、と。なるほど。だから、吉田晴美さんはね、ほんとね、もっと注目されるべき人だと思うし、ありがとうございます。もっとメディアでのですね、戦略がね、マムダニさんみたいにね、注目されてほしいですよね。はい。やっぱりテクノ戦略と広告戦略はね、もっとやっていくしかないとは思います。ただね、物量だとやっぱ勝てないので、そこをどうするかっていうところですよね。サッチャーもそうだけど、自己責任主義者ですよね。私はこれだけ努力してきたから他の人も努力しろみたいな。いやあなたはラッキーだからそこまでいけたんですよっていう感じですよね。でも日本のフェミニストの人たちはすごかったですよね、今回。やっぱり初の女性首相だからという理由で絶対支持しなかったですからね。一部になんか北原みのりさんとか支持してたっぽい人もいたけど、そういう人を除けばですね、みんな高市さんを批判してたので、やっぱり偉いですよね。はい。国民の側も政策言って果たして理解できるかは謎だし、円安王国も何が理解していけないのか理解してないだろうと。高市ファンの人たちはやっぱり理解できてないんじゃないかな。今回政策を理解しなくてもいいっていう選挙になってしまったので、そこが問われなかったですよね。結局金がある人が有利なんですよね。フリードマンは政府の介入を悪としてたが、自身が大学を卒業して得たポストは政府が用意したものだったというね。ほんとネオリベってそういうやつばっかりですよね。お前御用やろっていうですね。はい。吉田さんは吊るし上げられてるだけなの？そうなんですか？それは良くないな。そもそも巷のリベラル左派批判が何らかの事実に基づかない。全然事実に基づいてないですよね。だから、今回のそういうですね、高市さんの戦略的勝利っていうところを、ちゃんと説明してるのって、この斉藤美奈子さんと加藤陽子さん、長谷部さん、皆さん、いつもの皆さんだけだ、ぐらいなんですよ。だから他のね、さっき紹介した石戸とか、さっきコメントで紹介されてた石戸とかは全く何も見えてないっていうか、わざとやってんだろっていうレベルで何も考えてないというか、見えてないですよね。その見えてない人一人いたんで、なんですけど、なんかね、私、ちょっと怒られてしまいまして、ちょっとお恥ずかしいんですが、佐々木俊直さんっていう人がいて、なんかこの人ね、なんか、総選挙の後にテレビのマスコミのアンケートの人に会うとひどいことになりましたね、みたいなことが言われてるんだけど、こういう同調圧力良くないみたいなこと言って、なんか 3.2 万いいねぐらいされてたんですよ。で、ふざけんなと思って、さすがにアカウント消したらどうですかって言っちゃったんですけど、これはちょっと乱暴すぎる発言だったので、ちょっと我ながら反省してるんですけど、そしたらなんかですね、言論を封殺するなみたいなね、ボルテールのね、引用をしながらですね、佐々木さん反論してきたんですけど、ちなみにボルテールはこんなことを言ってません。これ偽名言です。あなたの書いたものは嫌いだが、私はですね、命を変えてもそれを書き続けられるようにしたいみたいなのは、ボルテールという人は言ってません。言ってないですし、いきなり罵倒したようにね、私見えなかったと思うんですけど、それは私もね、佐々木さんに対して申し訳ないなと思ってるんですけど、確かにこれだけだったら誹謗中傷と言われてもしょうがないかなという気はするんですけど、これちょっとAI のまとめなんですけど、佐々木さんってずっと差別発言とか繰り返してる人で、2018年にゲイを気持ち悪いと内心で思ってある自由はあるとか言ったりとか、性自認を理由とする差別は許されないという文言をめぐり、女性の権利とトランスジェンダーの権利が衝突しうるので調整が必要であるって言ったりとか、日本人が損していると感じる人が増えるのは致し方ないと述べているとか、キモくて金のないおっさんとも呼ばれる問題と呼ばれる層を例に弱者として認定されない人たちがいるとか、こういうことばっかり言ってる人なんですよ。さすがにこういう人がさ、こういう白々しいことを言ってですよ、高市さんを批判すんなみたいなこと言うとどう考えてもおかしいじゃないですか。もう御用学者もいいところだろうって思って、さすがにちょっとね、プチ切れてしまったんですけど、申し訳ありませんでした。はい。ちょっとそういうところもありましたが、この手の人たちはね、多分こういう感じであの手この手でですね、人のアカウント通報したりとかね、左翼を黙らせようとしてくると思うので、皆さん気をつけましょう。はい。ということで、矢川健太さん、ここからです。はい。
これまでの様々な分析を高市さんを支持する方に話してもおそらく伝わらないし何が悪いのというか、そうじゃ帰ってくるかよな。だからそこなんですよね。コメントはゆっくり置いていただいていいですよ。全然大丈夫です。読みますので。他国が憲法改正を論議しただけで経済制裁を課してくるような国は、まあね、中国はね、それはちょっとやりすぎな気はするけれども、だから本気で一戦構えるみたいなのはやっぱりまずいですよ。絶対勝てないし、戦争になってしまいますから、中国は本気でやってくるかもしれないですから、それは絶対ダメですよね。はい。エリートといっても安倍晋三以前と以後で明らかに首相の学歴、経歴が違うし、まあ、どうなんでしょうね。でも、神戸大卒だったらエリートだったんだけどな。はい。佐々木俊直は池田の信夫さんとかと同じレベルじゃないです。やっぱそうなんだ。アベマによくいる人。2月27でモモブックスで左翼は反省しろというイベントで大椿優子さんが喋りは、ありがとうございます。左翼は今回そんなに反省しなくていいような気がするけど。そう、エブリン・ホールっていう人のボルテール票の一部なんですよね。だからそれはね、偽名言なので、佐々木さんは、ボルテールの名言として引用しないでほしいなと思います。いや、これでなんかめっちゃありがたがられてるの意味わからないですよね。はい。リバタリアンのマレー・ロスバードは差別する自由をリベルトえるべきだみたいなこと言ってましたねって。だからそういう人ばっかりですよね。内心の自由はありますけど、それを言った時点でもう終わりです。内心の自由を超えてるじゃないですか。アベマで出るやつって問題児ばっかりだからということですね。だからこういう人がずっとね、メディアに出続けていろんな発言をしてるのまずいですよね。だし、自分の発言、謝罪も撤回もしてないですからね。はい。まあいろいろね、言い訳はしてるんですけど、さっきの長谷部さんが安保法制について中道の説明を聞いて個別的権の範囲でしか適用しませんと言っているので、立憲の応酬以外の方針を大きく変えたわけではあります。そうですね。長谷部さんのこちらの文章こちらの記事なんですけど、下の方行くとね、中道の政策自体は小西博之さんとか結構説明してたんですけど、大きく大転換したとかそういうわけではないんですよ、確かに。ただまあそこがね誤解されてたっていうか、私もちょっと誤解してたところはあったけど、全然伝わんなかったっていうところはやっぱありましたよね。だから説明する時間なかったと思うんですけどね。はい。タッチャーの場合、13階級の平凡な家庭に生まれて、ただ猛勉強した結果、奨学金付きでオックスフォードに入れたから、それぐらい強運で鬼のように努力できるのが普通だと考えていた。なるほど。まあ、ほんとマッチョですよね。まあ、タッチャーもそうだし、高市さんもそうだけど、だからやっぱりマチズモを全開にしてね、そういうこと言うのは良くないと思いますよね。はい。そう。だからね、そう、高市さんをね、支持してる人より、こういうなんか、その親衛隊の人たちの方がね、怖いですよね。なんか、巧妙にこっちの言論を黙らせようとしてくるじゃないですか。だから、黙らせようとすんなっていう意味では、強く反論しちゃったんですけど、言い方ちょっとまずかったと思いますけどね。はい。ボルテールの嘘名言持ち出すやつは大体ろくでもないです。怯えそうですわ。ファシズムテスト終わりました。26% でした。なるほど。ありがとうございます。まあ、私の配信来てる人はやっぱ低めに出るのかな。体験して戦争しやすくなったらアメリカの下請けやらされる危険の方が怖いです。地道に平和運動をしていきましょうということで、そうですね。結局それしかないのかな。まあなんか近道はないような気がしますよね。まあ先にちょっと会見の話するか。ロン・ワトキンスってさ、UNEXT でやってる QR、言ってましたね、そういえば。エブリン・ホールが言った言葉ってね、ちょっとあいつ理解してましたよね。佐々木さん知らなかったんだ。時間なさすぎましたね。まあ、こうやって奇襲をされるとね、どうしようもなかったのかなという気がしますしね。だから言論をね、黙らせようとしないでください。今一生懸命みんな考えてんだから、どうやって、この会見を止めるかっていうところでですね。だからまあ、北海道新聞も書いてくれてるんですけどね、ちゃんといい仕事してると思います。高市さんだから本気で会見発動する気だから、本当にそれだけはやっぱり防がないと、まあ本当にまあね、斉藤さんが言ったような戦後民主主義がまあ完全に終わるとしたら、まあ会見だと思うのでね、それだけはやっぱり、高市極右政権で会見させるわけにいかないっすよね。
緊急事態条項の創設にも触れてるし、9条の改定にも触れたわけですけど、自衛隊を明記すると、で、国防軍を明記するというようなことを言ってるんですけれども、先ほども言ったようにね、中国がどういう風な反応するか恐ろしいですし、こんなことして、ね、こんなめちゃくちゃな選挙で、高市さんを信じるかどうかみたいなことしか言ってないのに、いきなり改憲されたらたまったもんじゃないですよね。でも先ほどやったようなね、いきなり大量広告を出して、やるっていうテクニックを使えばですね、おそらく改憲も発動できてしまうしね、国民投票も勝ってしまう可能性があるので、だからどうやったら改憲というか反対運動を展開できるかなっていうのは本当真剣に考えていかなきゃいけないと思いますね。キュアノンも元を正せばひろゆきのせいですからね。ネガ権威主義で理性と自己批判で左やってる自覚あるので本音でやってみようと思ったんですけど、思ったより選択の余地がなかった。大体皆さん新自由主義じゃない、自由主義者になると思いますよ。はい。ということですね。チャーチルの偽反響名言を持ち出さないでください。ああ、そうか。知能が低い高いみたいな。あれもね、ひどい人をバカにしてますよね。だから左翼になるやつは頭悪いからだみたいなね、差別的なことを言ってるチャーチルの名言があるんですけど、それはね、おかしいですよ。はい。でも日常的にそうですね。やっぱり野党共闘を進化させてればね、対応できたはずですからね、それは本当にね、惜しまれるというか、なんとかできなかったんかなと思いますけど、やっぱつれわさん、ここからです。汚い手で憲法に触るなっていう感じですね。はい。とりあえず広告禁止にせよ。無理を通せば道理が引っ込むという言葉があるけれども、最近そういう空気を感じますね。はい。大日本帝国の復活だ。ひろゆきは反改憲。ひろゆき反改憲なんだ。びっくりした。すごいな。信じられないですね。今までのなんかあれと彼のあれは何だったん辺野古に対するああいう侮辱とかは何だったんでしょうね。よくわかんないけど。でも賛成してくれるなら、反対してくれるならいいのかな。社民も共産も右傾化を危惧している割にはその優先順位が低いのはどうしたものか。だからな、そこな、やっぱり立憲というか中道さんも外見には反対してほしいですよね。今更日本は左派が弱すぎとか排外主義を批判し始めてます。どうしたんだ。社会がひろゆきのさらに下に行ってしまったという。彼もここまで極右化するの想定外だったんでしょうね、多分ね。はい。それはわかるけど、反統一教会だし。で、ただね、本当にやばいのがね、日経新聞さん、これわざと結構出したのかなという感じですけど、自衛隊がですね、有事を睨み医療システムを構築しているそうです。南西諸島などでの離島で怪我人が大量に発生する事態を想定して体制を整えている。その他、防衛省が自衛隊病院の診療科拡充を検討しており、那覇病院に精神科と麻酔科を新設する案があります。精神科？いや、精神科ってこれ有料だから読めないんですけど、応急処置を施した専門の衛生員から後方の自衛隊病院まで即時共有できるようにし、負傷者を効率よく治療できる体制を2028年度までにですね、南西諸島での離島で怪我人が大量に発生する事態を想定して、準備をするということらしいんですけど、ちょっと勘弁してくれよって。いや、それはね、有事への備えは必要かもしれないですけど、28年までに本気でやる気なのっていう、ちょっと信じられないですね。こういうのを、だから堂々とやってしまっているという、環境というか、なんていうか、やっぱり順番違うじゃないですか。戦争準備をする前にやることがあるでしょっていう感じなんですけど、やっぱり今の防衛省の方針自体がこういう感じなのかなと思いますよね。はい。ひろゆきがまともに見えるの怖い。排外主義を煽ったひろゆきが今更何を言ってるのか。友達のネオリベっぽい人も反外系なので、護憲派は意外といる。そうですね。だから今回ね、中道にそっぽ向いた人たちって結構ネオリベ派の人じゃないかと思うので、そういう人たちが戻ってきてくれればね、勝ち目はないことはないと思うんすけどね。体験しても不便がないからとのことです。
不便がないっていうのもなんかよくわかんないけどまあ連日高市批判してるのはありがたいはありがたいですね。でもそうですね、次回の参院選が本当勝負だと言われてますよね。28年に、自民党がねまた3分の2取っちゃったらもうおしまいじゃないかと言われてますよね。でも小林義則とひろゆきの罪は本当に重いしな義則は本当に自分の仕事を全否定してほしいですね。今倒れてるらしいですけどキアミスター 35% だったお疲れ様です。でも 35% なら低くないですか？普段から離島の医療を充実させろよ。有事のことより平時の処遇を改善してやり、そのシステムを消防に入れろというですね秀安さん、ここからです。自衛隊が総裁業界団体と協定を結んだりも、そう、それも報じられたばっかりですからね、怖すぎますよね、これ。で、葬儀ともう何って、こういう医療システムの準備してんのっていうですね。いやー、ちょっと本当に勘弁してくれよっていう。ね、そう、共産党さんがね、やっぱりこういうこと言ってくれないと分かんないしで、そうか、総裁団体と協議したこと自体は去年の5月の話か、ありがとうございます。小野田が出てきた。まあ、5月に赤発さんが報じてるんですけど、陸上自衛隊員の人が戦死した場合に備えて、総裁業の業界団体と陸自が協力協定を結んでたっていうのもちょっと話題になったんですけどね。はい。だからこれもね、武力攻撃事態に備える、存立危機事態に備えるみたいなことを、まあ、高市以前に、密かにやっていたわけですよね。はい。だからその戦争準備を着々と進めるんじゃなくて、それ以前にやることがあるだろうという感じなんですけど、どういう考えなのかなっていうですね。だから戦死者を想定する前にやることがありますよね。離島の民間人避難するの無理ですよ。無理。絶対無理です。だから無理なんだからね、だから、本当にね、琉球港の人たちをね、犠牲にするつもりかっていう風になりますよね。そう、戦争と葬儀の準備をするくせに原発の後始末もしないしね。はい。ね、小林義則はまず自分の方を全否定してほしいですね。いや、今の小泉進次郎は本当にそう、危険人物なんで、もうネタにできる領域じゃなくなりましたよね。完全に極右化しましたからね。まあ、種に染まれば赤くなるタイプの人なのか。すっかり高い地下でね、あんな感じのキャラクターになると思わなかったですね。そう、自民党はね、やっぱり保守の中でも極右からね、中道寄りの石破さんみたいな人まで揃えてるっていう、やっぱりね、幅広さはね、それなりに幅広いのは今、極右化してますけど、変わってないわけじゃないですか。でも左派はね、やっぱり喧嘩してばっかりでなんかまとまれてないから、そこはほんとなんとかしないと負けちゃいますよね、マジで。どうするんだろう。だから小川さんには申し訳ないけども、会見は今すぐ捨ててですね、その護憲派で、まあ周りの人たちを説得する、というか共産党さんに頭を下げることからまず始めてほしいんですけど。無理じゃないですか、それじゃないと。はい。日本で最も徴兵制に反対しているのは意外に左翼よりネット右翼です。まあネット右翼は嫌がってるでしょうね、本心ではね。だからね、ひろゆきが鮫島伝次郎みたいになってんのはちょっとまだ戦争始まってないのでね無視されるよりはいいのかもしれないですけど、この協定もっともらしく災害救助との名目も入れてるのがほんと白々しいですよね。だから戦争気分をこうやって醸成してるんでしょうね。高市公文ね、まあ今回のサムネイルもそうですけど、なんかね、こっちが批判したら、なんか意地悪言わないでくださいみたいな、そんなこと言う首相おるかっていう、ふざけんなという感じなんですけど、まあさっきのね、佐々木さんじゃないけど、やっぱり異論を封じたりとか、まあ、全体主義をね、肯定するようなことを言ってるのが、ほんとやばいなと思いますね。はい。アケイレスヨッチョさん、コンカラスです。自分勝手って左派が喧嘩というより反響で自滅している。まあそうですね。なんか全部共産党さんをなんか、絡んでというかですね。なんで共産党さんに反対するんだって感じですからね。いや、むしろ、なんか共産党さんを、だからね、仲介役にした方がね、万事うまくいくような気がするんですけど、違いますかね。
小林義則が南京事件や従軍ヤフを否定してどれだけ石器修正主義をこの社会に蔓延させたか。いや、ほんと罪重いですよ、マジで。はい。本当にね、はい。だからね、実際の、戦争というものが、どういうものかっていうの、ある長野県出身者の軍隊手帳の記述から戦争末期の混乱状況を、知るという信州戦争資料センターさんが、新作を書いているので、よかったら皆さんも、後でリンクごめんなさい、作りますけど、チェックしていただきたいんですけれども、だからですね、本土決戦に向けて兵役に適さないと思われた人たちもですね、次々と集めていったわけですよね。そうならないともうどうにもならない状態であったと。一度戦争が始まると軍隊では全滅するまで止めることができないのです。軍隊は戦い続ける組織です。戦前日本は政治が軍に口出しできない状態であり、それを止める最後の手段が陸海軍を統率する大元帥の天皇だったわけです。現在は続く各地の戦争も当事者にはなかなか止められるものではありません。一度戦闘が始まれば果てしないこと、戦争を回避することの大切さを今回の軍隊手帳からも感じていただければ幸いですということで、読めればわかるんですけど、軍隊ってね、一回始まると止められないから、おそらく自衛隊さんは、時のね、首脳からそういうことやられたら、命令されたらね、終わるまで突き進んじゃうと思うんですよね、日本なので。はい。だからね、絶対それをね、可能にしてはいけないと思うんですけどね。そう、太田光さんのね、意地悪やな動画で私コピーしましたけど、どんどん削除されてるらしいんで、皆さんも発見したら拡散しといてください。いや、反響のためなら戦争を辞さないみたいなのちょっとどうかしてますよね。いや。反響もう、だからね、戦争を止めるためならむしろ手段選ばないでくれよっていう感じですよね。はい。消されまくるくらいなら右目として残った方が後々役立つのかもしれないですけどね。小川淳さんが護憲を明言していればね、ちょっと応援する気になったと思うんですけど、日本の左派は第二次世界大戦敗戦という右派側の大激質を体験してしまったから、何かといえば戦争になるぞと言われている芸のない人たちだと思われている。それはあると思いますよ。ただ、それはあるけれども、なんでしょう。そうじゃないっていうことですよね。救助を守るってことには合理的判断つうか、合理的な理由があるので、で、これを説明してるノートじゃねえ、ハテナブログがあったので、後でちょっと紹介したいんです。後でちょっとリンク貼っておきますが、仮にどこかの国にですね、日本を攻撃して占領したいと考えている偉い人がいたとしても、日本が突然うちの国に攻めてくるかもしれないという危機感をね、向こうが煽るっていうのがなかなか難しいということですね。なぜかというと、日本があらかじめ戦争をしない、そのための武力を持たない、世界中の人々の人権を尊重するという言葉を国を守るべき最も重要な憲法として前もって宣言しているからです。こうなると、例えば中国がですね、日本が攻めてくるぞと、軍国主義化してね、攻めてくるぞというような危機感を持って日本への攻撃を正当化するナラティブを作るのが難しいのですと。この点で憲法9条は、日本は他国にいきなり攻め入ったりはしないだろうという国際社会の信頼を得るために一仕事していると。ずっとどこかの一つの国が万が一一つの、その危機感を煽ることに成功したとしてもすぐには戦争にならないということになります。なぜならその信頼が残っている他の国々からの圧力を受けることです。理想を言葉で掲げておくことの大切さがここにはあります。今、空位空論ではありません。こうして一歩一歩現実的に考えたときに現在憲法9条が果たしている役割として確実に言えるものですと。いうことでですね、だから憲法9条って結構軍事外交的にですね、使える構文って言ったら功利主義的な言い方なんですけど、使えるので、だからわざわざね削除する必要がないって思うんですよね。やっぱりそこを合理的な判断じゃないんじゃないかなと私は思います。だし、そこをね、ちゃんと説得的に訴えていけるかなのかなと思いますね。ちょっとお水飲ませてください。
はい、失礼いたしました。信州資料センターさんね、なんかね、目をつけられてツイッターが凍結というかシャドーバンされてしまったみたいで、見かけたら皆さんツイッターもで拡散してあげてください。なんかこういう優れた記事をやっぱ書いてる人がね、なんか凍結されたりしてんのっておかしいっすよね。いや、武力を増やすよりね、食料自給率をまずなんとかしろよっていう話っすよね。戦争を終わらせるよりも戦争を回避する方が簡単です。いや、その通りですね。だから戦争を始めちゃったらもう止められないんで、日本は特にそういうの苦手でじゃないですか。で、ずるずるやるでしょ。絶対。だからその前にやっぱ憲法9条で止めるっていうのがですね、合理的ですよね。はい。だし、今まで、軽武装で済んだのは、もちろんアメリカとの同盟というのが非常に大きいですけれども、9条を盾にですね、アメリカの戦争に、巻き込まれずに済んできたっていうところではありますよね。そうですね。太田孝一動画はもちろん著作権侵害で消されてると思いますので、テレビ局の意図はともかくとして、孝一さんが別に圧力かけてるわけではないと思います。はい。日本は日独防共協定とか反共を目的とした日独伊三国同盟とかをやった国なので、そこから本質的には反共国家ですよね。もう反共100年続けてるからもう習い性になっちゃってるんでしょうね。もちろん国際勝共連合とかの暗躍はありますけど、国民に血を流してもらうとか言ってた維新議員も当選。そっか、そっちも当選しちゃったんだ。そいつ維新のやつでしたっけ？いや、自民党の土田信じゃなくて維新にもいましたっけ？維新の高橋落ちてくれたんで、そこは嬉しかったんですけど、日本は天然資源に乏しいから9条の平和戦略が通じるのであり、ベネズエラ、ウクライナ、ガザのように天然資源豊富な豊かな土地だと、それを目当てに攻撃された事例があるのがちょっと難しいかもしれない。そうですね。すべての国にもちろん適用できるわけではないですけどね。というか日本はだからアメリカと同盟組んでるから、もちろんそこの抑止力は当然、あると思いますよ。いや、憲法全文大好きなんでね、私も変えてほしくないですね、絶対。はい、なんとかしてほしい。本当に。高市政権4年で何個の廊下が離農するのか。非武装中立はさすがに今ね、難しいと思いますので、だから9条で軽武装で、アメリカとの同盟をね、今アメリカがあんな感じになってしまってどうするかっていうのは考え直さなきゃいけないですけれども、武装をむしろ高める、軍事費、膨張するんだったら、むしろね、アメリカとね、そんなべったりしなくてもいいっていう話にならないのかなと思うんですけど、なんかならないのがね、不思議でならないですね。もちろんスイスやドイツにも不戦条項はありますよね。はい。不戦条項と違うのは、なんだろう。こっちからして、平和主義っていう風に掲げてるっていうところが、根本的にというか、基本違うっていうところではありますからね。自衛隊というか、自衛権を持った軍隊を持つっていうことは、いろんな国がね、やってることではあるので、あと、やっぱり憲法全文との絡みですかね。憲法全文でその平和主義を謳っているので、だから日本国憲法の目的自体が、平和主義っていう風にはなってるわけですよね。ただイスラエルとかに協力したりしているので、イラク戦争にも協力したし、そういう意味ではピースウォッシングをね、今まで日本のリベラルとか左翼はしてきたんじゃないかということも、この記事には指摘されてますし、全くそれはその通りだと思います。だからどっちかというとリベラル派が反省すべきなのは、そういったね、ピースウォッシングみたいなことを平然とやってきたっていうところが、やっぱりね、問題じゃないかなと思うんですよね。だってイスラエルに協力しながら憲法9条を掲げるって、おかしいじゃないですか、どう考えても。だからイスラエルに協力すんじゃねえよっていう話ですよ。17日になんか入札ありますけれども、はい。そうですね。共産党さんもね、全面非武装はね、今、唱えてないですからね。はい。高市さんは継戦能力云々と言ってましたが、そんなことしたら飢えるのが先だろうという。日本を侵略しても何も得することないですからね。一時期は小川淳也を日本政治の希望だとまで思っていたのは俺の国歴史だって。いや、でも総理大臣、日本が平和主義を追求する理由は当然大日本帝国の反省プラス天然資源がないので、中国とかとも交易するしかないと。それはね、国として生き延びていくためにどうしようもないという。高市さんはね、レアアースをどうする気なのか全く分かりませんけれども、そういう事実があるからだと思いますよね。
うん。だからね、さすがにやっぱイスラエルから買うぐらいだったら自分で武器作った方がマシなのではないかという議論はできる。だからそこら辺はリベラルが避けてきた議論だから、まあね、嫌だけどやるしかないのかなという気がしますけれども、ただなんか現状そんなレベルの話になってないじゃないですか。なんかアメリカとイスラエルに協力しまくるけど軍拡もしまくるみたいな意味不明な話をしているのでなんでみたいな。必要ないっしょっていう、感じなんですけどね。まあそうですね。でもそう、ベーリング海から東シナ海までね、日本ってあるので、太平洋戦争が起こればもちろん巻き込まれるし、台湾有事でね、米軍が出動すれば当然琉球諸島は巻き込まれるわけですよね。だからまあそれを心配するのはもちろん私も心配だしわかるんだけど、なんかそれを避けようとするのと逆方向に今突き進んでいるので堪忍してくれよって感じなんですけどね。いや、三菱重工の株価上がってるの面白くないですね。ムカつくわ本当に死の商人メガみたいな、気持ちしかないけど。虐殺ドローン買うな防衛省交渉ライブで見てました。防衛省のこんにゃくっぷりね。TTS さん、コンカラスです。レアースの件ってなんか続報ありましたっけ？いや、ないんじゃないですか。だって、高市さんが私がね、新しい、ね、沖ノ鳥島だっけ南鳥島だっけ忘れちゃったけど、取れますよって泥の中から生成できるんですよみたいなこと言って、いや、できるわけねえだろって何年かかると思ってんねやみたいなツッコミをされて以来ですね。特に続報がなかったと思うんですけど、ちょっと後で確認してみますね。昨日はファナックグローバルアクションデーでファナック中部支社の前でぶちかわしてきました。お疲れ様です。ありがとうございます。本当いつもありがとうございます。はい。そう、だから戦争で自分から追っ始めるのは愚の骨頂ですからね。絶対やめないとダメだし、この石塚さんという方が、第二次世界大戦後のそういうその戦争とかの関係についてまとめてくれているので、ですけれども、今はグローバル化する経済が戦争を抑止するインセンティブになることは間違いないと。よって現在の戦争はたとえ行われても局所的なものと振り付けて行われるようになり、加えて攻める側はそれ相応の大義名分を用意しておなくてはならず、国際的なコンセンサスを得ることがなければ戦争の継続は難しい。ただしイスラエルのように強力な支援国家、アメリカですよね。アメリカみたいなもんがあれば別であると。だから日本の場合アメリカを盾にやるっていうそういうねまた侵略戦争をやるっていうことは可能性はもちろんあるわけですけど、ただ同じような理屈でもって、中国には、日本にはですね侵攻する道理はないわけですよね。で、だから、わざわざね、日本の人たちはみんな中国の侵略攻撃を心配していますけれども、わざわざね、こっちに攻め込んでくる理由が全くないし、会見でもされない限りは、それこそね、日本を軍事国家と決めつける理由もないので、だから憲法9条を一言一句変えずに、守ることは、かえって戦略的に、いいのではないかと。それを、勝手にですね、会見してしまうと、日本の立場が不安定化するんではないかという、ちょっと話をされてます。はい。あれは地球惑星科学であって工学研究じゃない。レアース。防衛産業で景気浮揚を狙ってる。間違いなく狙ってるでしょうね。そのために学術会議潰したわけですからね。要は情報を迫って、以前から学術会議さん情報しちゃってますけれども、防衛研究をしてもいいよみたいな感じになっちゃったわけじゃないですか。だからね、三菱重工とか、兵器工場を作るっていう話もあるし、そういう防衛産業でですね、景気を良くしようみたいなことを考えてるんだと思いますけど、いやー、でもそうなると死の承認国家になっちゃうからな、それはそれで憲法9条と非常に矛盾しますよね。はい。薬の原料の輸出を止められるかも。そうですね。中国はそこも気になりますよね。だから日本がその高市さんを全面的に信任したっていうふうに今、先ほどの方のようにですね、認知してるとすると、だから薬を止めるみたいなね、ちょっと非道な手段に出るかもしれないので、それは本当勘弁してほしいですけどね。
日本は本当に唯一の戦争被爆国として世界の平和主義のリーダーになるべきです。いや、全くその通りだと思うし、私もね、本当そういう国であってほしいなと思っているんですけど、はい。なんか現状ね、どんどん理想からかけ離れてる感じがして、ならないですね。南鳥島、東京からだと船で片道4、5日。まあそんなところから取ってなんかどうやって収益化するのかと。海底からレアアースを取ると地球全体の海にさらに悪影響が出るって、そうなんですか？それは最悪だな。そう。で、そうそう。だからね、戦争をね、求めて、景気に、求めると、景気回復みたいなのを求めるとね、自分から戦争を求めていくことになるし、一国平和主義みたいなのはやっぱり限界に来てると思いますよね。そこは本当ね、確かにリベラル派は全体的に反省しなきゃいけないと思います。はい。今のね、報道だと重要鉱物の供給権多角化のため予備費等を活用して、ジョグメックエネルギー金属鉱物資源機構のリポートで、にですね390億円出資するみたいなことを言ってるみたいですね。だけどそれはなんかもうはるか未来の話ではないのか。南鳥島沖などの深海底からレアアースを含む泥を採掘する計画は高濃度の資源確保が期待される一方、海底環境への深刻な悪影響、重金属汚染などを引き起こす可能性がある。うわー、本当だ。ちょっと今、出しますか。いや、ダメじゃん。八方塞がりやんっていう感じですね。だからやっぱ安易にそういうことしちゃいけませんよね。こっちは海洋開発研究機構か、ジャムステックが、南鳥島沖でのレアアース試験採掘を進める計画を発表して、高市さんはね、大丈夫だみたいなことを言っていたんですけれども、無理だろってそんないきなりやることはできないし、重要鉱物のですね、だからなんだ、環境汚染とか環境負荷がかかるっていうね、可能性も出てくるわけですから、やっぱり難しいですよね、いろんな意味で。はい。ですね。ですね。やっぱ5類型は守っていこう。武器輸送自体悪ですけどね。湾岸戦争自体の時に日本は巨額の支援をしたにもかかわらず有志連合から袋叩きにされ、挙句の果てには完全に日本の貢献が古無視されました。そこのトラウマがやっぱり右の人にはあるんでしょうね。だからあの時ね、金払ったけど何もなんなかったんじゃないかみたいな。でも日本がね、積極的にそうですね、有志連合に参画していればイランからイラクからアフガニスタンまでね、いろんなところに生かされてたと思うので、だから本当はやっぱりね、正解とっていうか別に間違った決断ではなかったと思いますけどね。こっちかな、ごめんなさい。後でリンクとか貼っときますけれども、コバルト、マンガンなどを採掘した場合、騒音、重金属汚染、大量の堆積物噴出を引き起こす可能性が高く、海底の生態系だけではなく、魚類資源を含む中層生態系にも重大リスクをもたらす可能性があると。ほとんどの海底鉱物検査が行われている太平洋諸島国やその開発途上国の多くは政府歳入、栄養、生活の糧を漁業に依存しており、そういった国々をね、の生活を破壊する可能性があるっていうことですよね。いやー、なんかイカを取り尽くした後はね、重金属でなんか世界中の海を汚染するみたいなことになったら、なんか日本はもう、だからこういうこともやっぱ平和主義に反するから広い意味での平和主義に反するからやっぱりやめた方がいいっすよね。はい。いや、高市さんの支持者の人たち、本当レアアースとか薬の心配してないんですかね。そこは本当に意味がよくわかんないというか、生活に直結する点なのになんでそうなるのかなっていう、先ほど言ったように、高市さんのファンだからっていうことなのかもしれないですけど、はい。レアアースを抽出すること自体もそうですね。放射能が出たりとかね、環境負荷がとんでもないことになるという話もありますからね。
この調査報告が出るのが2年後とか、仮に汚染もなく全てうまくいったとしても一体何年かかるのかと、まあ最低でもね、4年、5年、6年ぐらいはかかるというふうに言われているので、どんなに急いでもですね、だから、他の国みたいにですね、脱中国を最初から目指してたわけじゃないのに、いきなり高市さんになったからといって、レアアースがいきなり取れるようになったら苦労はしないですよね。暗い話すんじゃないよみたいなこと言って意地悪とかって言われますけれども、そういう問題じゃねえだろっていう話ですよね。はい。高市は選挙演説で南鳥島からレアアースがザクザク取れるという話とともにお薬の原料を日本で作れるとか野菜工場の話をそんなことも言ってたのもはや虚偽ではそこまで言うとはい。彼らは左翼や中国が苦しめがいいと思ってるだけ。いや、まあそうなんだろうけどさ、それで日本を滅亡に追い込まないでくれないっていうね。だからまあさっきの話もそうですけれども、だから反共主義で社会が滅びるみたいなことになったら、もう笑い話にもならないですよね。今がいつの時代だと思ってんだっていう。はい。ぶっちゃけ今を生きてる人には関係ないんです。そういうので自分が苦しむとしても今の自分じゃなくて未来の自分なんですからと。まあそうなんか刹那的なね、やっぱり考えになっちゃってるんですかね。はい。レアアースも薬の原料も良学教養肥料も中国からの輸出が多いですということですね。まあ当然そうですよね。はい。まあちょっと会見の話に戻るんですけど、まあそういうね、やっぱりレアアースとかね、直接的にね、生活に関わることをね、訴えていくのも大事ですよね。はい。で、なんか日本の左派系市長に防衛力強化イコール戦争の考えを変えなきゃいけないみたいなことを言ってる人がたくさんいるんですけれども、はい。国民民主党の玉木代表は10日の記者会見で日本の左派的な市長について防衛力の強化イコール戦争という旧来の左派リベラルの考えを少し変えなければいけないのではないかという。最近 YouTube でリベラル系の発信力が低下している。いや、最初からリベラル系の発信力なんかねえよっていう感じなんですけど、あなたはリベラル系ではないと。まあって話を終わりにしてもいいんですけれども、まあなんて言えばいいんですかね。まあこういうことを言ってる人がやたらといて、なんか軍拡をすればですね、平和になるみたいなことを言い出してる輩がいるんですよ。だからその会見をして軍拡をすれば、まあ球場5時と同様かそれ以上に日本はですね安全な環境になるっていう風に力説してるなんか人たちがすげえいっぱい出てきてるんですけどこれはリベラルの主張じゃねえだろっていうですね、まあ大抵の戦争がね防衛を理由に始まってるっていうのもそうなんですけれども、これ、塩さんっていう人、これ、トランスヘイターの人なんで、あまりあれなんですけど、戦争反対と言って叩かれるのはもう十分戦前だろうということを言ったら、これが致命的な認知の歪みです。軍拡を支持する人も戦争反対だからなんです。それなのに、お前は戦争をやりたいんだなって言ったら嫌われます。地域見守り隊に立候補したら、お前はその地位を利用して子供を相当してるんだろうと言われているのと同じで、それは反発するでしょうというような、ことを言ってる人が大量に湧いて出ているんですけど、まあこれ近現代史を感じるとですね、完全に間違った理論ですね。まあこれ説明してくださってるんですけど、なんだろう。だからまあ今後もこの手の近現代史の、無知を公言する恥ずかしい主張が展開されると思うので、まあ外国別紙論以外の軍事史的見地からの反証をポストするということで、書いてくれてるんですが、対米7割、軍備による抑止力という主張は加藤幹事、末次信正、高橋三吉らにより提唱され有名なロンドン条約をめぐる統制権干犯問題となる。その理論が支離滅裂で破綻的なのは対米7割の根拠が曖昧かつ古臭いこと。木村聡連合艦隊によれば日露戦争後の、最短艦の特性に依拠していると。海大における佐藤哲太郎の国防史論で、展開された対米7割論とは何かというと、そういうのがまあ戦前の議論であったんですけど、日米間の距離3000海里、日米間の距離が3000海里あり、1000海里ごとに、艦隊の1割が故障等で脱落していくから、決戦場に来る米艦隊は出港時の3割減のはずだという、
謎の議論が展開されてたらしいんですね、当時の大日本帝国海軍では。で、この論理をベースにしていると。で、この詐術のような論理が帝国国防方針に搭載された時点で不満の大転化してしまったと。これにより常に7割という数字だけが独歩し、そのための予算獲得が海軍の存在理由になった。それを正当化するための論理が軍拡による反戦平和であり、加藤幹事が帝国国防史論に違反すると主張したのはまさにこの論理である。一方、軍拡とは戦況をジャッキするから外交交渉と軍縮によるパリティを訴求したのが条約派であるということで、まさに完璧な説明だなと思うんですけど、戦前からこの手の論理があった、議論をしている人たちがあったわけですね。軍拡すれば、なんか知らんけど、対米のやつらはですね、日本に来るときにはですね、3割ぐらい減少してるはずだから、それをね、乗り越える、我が大日本帝国海軍がですね、組織されれば絶対アメリカに勝てるみたいな、ことを言ってたわけですけど、そもそもなんで1000回にごとに、1割が故障等で脱落していくんだよっていう、この根拠が全く意味不明というですね、なんか国防史論にそう書いてあるだけみたいな話だったらしいんですね。めちゃくちゃだなという話なんですけど、でも結局ですね、パールハーバー攻撃により開戦してしまい、その時はですね、太平洋の空母戦力が優位なうちにという自身の論理的矛盾の理屈を構築して、戦争を選択してしまったと。このいわゆる艦隊派の矛盾こそ軍拡を招いて最終的には武力行使発動のハードルを下げるという実例であり、それに対して軍拡は戦争という今般のスローガンは、まさに外交と軍縮による反戦平和を希求した条約派の理論に通底するものであるので、主張はポストにある認知の歪みには当たらないということですね。だから戦前のその軍人さんたちでさえ軍拡するのはやばいだろうと、その7割とか根拠もないし、アメリカに勝てる証明がないじゃんっていうことでですね、なんか条約をですね、外交交渉と軍縮によるパリティを追求しようみたいなことを言ってた比較的まともな人たちがいたわけですよね。だからそれと同じことすらしか言ってないから、今で言うなら石破茂さん的な論理ですよね。パリティすればええのだみたいなね、彼は改憲派だけど、パリティすればええのだみたいなぐらいのね、軍拡方針が、大日本帝国軍時代にさえですね、唱えられていたわけですけど、それをね、ぶっちぎってる主張なんですよね。軍拡による反戦平和みたいなですね。で、これのどこがリベラルやねんという、ちょっと話でした。はい。ということですいません、ちょっと喋っちゃいましたけど、大抵の戦争はそう、こういう防衛の理由にやってね、で、そのうちね、核抑止論まで発展すると思うんですよね。いや、ほんと玉木雄一の論外ですよね。なんか最近言ってることがどんどんぶっ飛んできてる気がするんですけど、なんかそのうちほんともう、いや、改憲派ですけど、なんかそのうちなんかほんと先制攻撃とかを主張し出すんじゃないかという、怖いですよね。今の感じから言っていくらコストや時間がかかっても中国から離れるためなら意地でもねいろいろやるつもりなんでしょうね。安全保障のこういうジレンマとかね歴史を説明する人が少なすぎますよね。こういうのって本当は大メディアがやる仕事だと思うんですけど、はい。中国は経済減衰で崩壊寸前という話を一定数信じている人がおり、どのみち中国には譲れないという考え、頼れないという考えはあります。まだそれ信じてる人いるんですね。それほど、あれなのか。高橋陽一さんとかがずっと言ってたことなのかな。自分事というのは連続性が目視できる明日とか週末とかその程度までのことなんですね。そうなると本当刹那的になってるんでしょうかね。海軍神話を解体したい。ですね。そう、昼寝猫さんのツイートね、専門用語とか多いんですけれども、ちゃんとね、薩王哲太郎とかで、私すいません、ちゃんと読んでないけれども、どこを根拠に言ってるかっていうのはね、示してくれてるので、めちゃめちゃ親切ですよね。はい。だから、こういうね、山梨勝之進さんとか、ね、ちゃんと反戦派じゃないけれども、ですね、ちゃんとですね、条約を、作ってパリティを目指すっていう風なことを言ってた人たちが大日本帝国海軍にさえいたんですよ。大日本帝国海軍以下の議論をしてどうすんのっていう、感じですよね。彼らは軍拡による反戦平和は国力の破綻を招き、結局その矛先はアメリカに向くというふうに、予言してたわけですよね、パールハーバーの攻撃をね。はい。
そうだからこれがもう力による平和ですよね。そう財政的には軍縮したかったから、だから今回この人たちがね、戦争を止めるべきだったんですけど、それがうまくいかずですね、終わりなき戦争に突入してしまったわけですけどね。はい。そうですね。昼寝子さんのツイート勉強になりますよね。ただね、かなりこの方シニカルな人なんで日本は滅びるからしょうがないのではないかみたいなことを結構最近もう高市さんの大勝利で諦めてしまっちゃってて、それはどうかと思いますけど、それには賛成できないですけどね。はい。後でリンク貼っておきますので読んでみてください。で、さっきも言ったんですけど、日本のこういうリベラル派の戦争反対に何か説得力が欠けてるとすれば、軍拡の問題とかではなくて、グローバルに平和を守るっていう視点がちょっと欠けてたことじゃないかなと思うんですよね。やっぱりパレスチナのミャンマーを無視するって私はやっぱありえないと思ってるので、ウクライナと台湾についてはまだ分からなくもないけど、左派の人があんま熱心じゃないの理由は分かるけど、ミャンマーとパレスチナ無視するのありえないでしょって。だから散々口酸っぱくして言ってるけど、未だに無視してるじゃないですか、主流リベラルの人たちはね。だから本来だったらバイデンがジェノサイドを放置したんだから、その時点でもうアメリカとの関係性を見直す必要が迫られてたわけですよね。だからバイデン大統領時代が続くとしても、あいつジェノサイド止める気なかったんだから岸田がね、そういうのバイデンの口車に乗って、安倍さんから決まってた話だかもしれないけど、軍拡するみたいなのだってとんでもない話じゃないですか。なんでそんな方向性に行くのかなっていうのは私は正直本当理解できなかったし、ウクライナの時は私も岸田を支持しましたけど、基本的にちょっと信じられなかったですね。はい。そういうとこやぞというところかなと思います。そうですね。昼寝子さんはね、ほんと1930年代に詳しすぎるからね、今の雰囲気がやっぱり非常に酷似してるということは言っておられますよね。ただね、やっぱりなんて言うんですかね、今これからどうなるかわからないですけど、とにかく今はできることはいろいろあるので、とにかくね、本当会見をさせないためにね、こういう人たちの主張を止めなきゃいけないですよね。防衛力強化で平和は来ねえっていうのという。話ですね。はい。ですね。そんな感じなんですけど、あとはですね、すいませんね。高市さんをね、高市支持者を説得するにはという話からね、あまり、説得する話にならず、結局、いつも通りのラジオみたいなことを言ってるんですけれども、でもそうですね。みんなやっぱり私もそうだけども、みんな近視眼的になってるところはあると思うんですよね。自分のことを、目の前のことしかわからないから、その状況の中で、広い視野でね、物事を考えるみたいなことがやっぱり難しくなってる。で、パレスチナのようにね、遠い国の人たちのことに思いを寄せるっていうこともなかなか難しくなってるのかなと思いますよね。なるほど。中国はともかくロシアはね、やっぱりあんな採算度外視の戦争を仕掛けてくるとは誰も思ってなかった。で、やっぱりやるわけないっていう風にね、計算上でやるわけないっていう風に言ってたのにもかかわらず、ウクライナに行ったわけじゃないですか。ただね、その兆候はね、ありましたし、そもそもクリミア併合って10年以上前の話ですからね。だから、その時点でやっぱり全面侵攻するっていうことは決まっていたわけですから、そこの辺から考えていかなきゃいけなかったのかもしれないですかね。ただ、日本とウクライナってやっぱり状況が全然違うのでそこを単純比させるのはちょっと違うかもしれないと思います。はい。ということで、なんでしょうね。やっぱり戦争とか、戦争反対とかってなると、やっぱり大きな話になりがちだと思うんですけれども、違うっていうか、身近なところからね、やっぱり、今の日本のというかね、
軍拡方針とかね、増税方針とか、社会保障費削減みたいなのを反対していく必要があるのかなとは思ってまして、署名募ってますけれども、脳腫瘍摘出手術を受けた時の医療費と自己負担額がこれです。高額療養費制度がなかったと思うと冷や汗ものですということで、420万円かかってるのが、15万円ぐらいにね、削減されたというちょっとポストが出てるんですけど、母が7年間がん闘病しました。弟ががん患者だったので頼ることができず、繰り返す入院、通院に全て私が付き添いました。フリーランスはそれだけで生活費です。もし高額療養費なかったら、完全積んでるということですね。だからこういうその制度をですね、やっぱり破壊してで、これこそ日本が一番すごい点だと思うから、軍拡競争にね、金突っ込んでいくみたいなのはやっぱり間違ってると思うんですよね、やり方として。だからその辺からね、突き崩していけないかなという気持ちはあるんですけどね。ちなみに私について言いますと、難病とうつと障害者の例として言うんですけども、去年かかった医療費総額154万円ぐらいかかってたみたいなんですね。ちょっとびっくらこいたんですけど、そんなかかってたんだと思って、自己負担はもちろん全額自己負担してたら死んでしまうので、皆様のおかげでというか、各種制度のおかげで、自己負担額はかなり抑えられてるんですけど、本当にね、20万8000人に、賛同を今いただいてまして、高額療養費の限度額引き上げ署名ですね。よかったら皆さんもサインしてください。30万人ぐらい反対したらどうなんでしょうね。届くかなって。高市さんだからね、強引に突き進んでしまう可能性もあるんですけれども、どっちかというとこれ維新の政策だと思うので、今維新の力が相対的に弱くなったわけだから、それに対してね、自民党側が反対してほしいなという気持ちはありますね。そうですね。アメリカもアメリカで今ちょっと、ね、トランプになってしまってますけれども、トランプ、ロシア、中国を考えるとね、やっぱり今のその、安全保障状況がね、大きく変わったっていうこと自体は間違ってはいないですよね。ただ間違ってはないんだけれども、なんでしょう、でも勝てる相手かっていうと、やっぱり勝てないわけだから、でそこをどう戦争を回避していくかっていうことですよね。権威主義国家に対して。ですね。だからやっぱりロシアがあんなことしなければ、本当に話が変わってたと思うんですけどね。はい。ですね。あと、自分はあくまで自民党支持者でしたが、今日は有意義な意見交換と議論ができました。ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。共感がやっぱり大事だと思います。ダメなものはダメだけど、権威主義や差別に取り込まれる気持ちはわかるというスタンスで、誰もが間違うという意識を持ってということですね。その通りですね。はい。だから、なんだろう。みんなね、やっぱり権威主義化して、世界的にそういう権威主義が盛り上がって、民主主義が制度が後退しているって、それヨーロッパもそうだし、アメリカもそうだし、もちろん中国、ロシアみたいな権威主義の代表的な国もそうだと思うし、ロシアはね、以前は多少なり民主的な制度があったわけですけれども、それもね、今は完全に崩壊してしまったような状態になっているわけですけれども、ただね、だからといって、ロシア人の人たちを悪魔化するのはおかしいし、交渉の余地が全くなくなったわけではないし、プーチンもね、不死身の存在ではないから、習近平と不死身の議論とかしてて、ちょっと気持ち悪いなと思っちゃったんですけど、だから独裁者の人たちと話が通じるかどうかはともかくとして、ロシアの人たち自体はね、全く話の通じない相手ではないので、だからそこがね、どうやってね、連帯していくかっていうとこかもしれないですよね。どの人もこんな世の中だと今ここに起きる問題と格闘するので手一杯になりますから、そこは否定していないと思い、そうですね。そうだからね、身近なことしか考えられないっていうこと自体をね、責めるのはおかしいですよね。どうしてもね、私も言っちゃいがちになりますけれども、近視眼的になるのはね、やっぱり誰でもそうだと思いますし、こういう状況ではね、強い不安を社会に対して感じるっていうのはね、当たり前の話だと思うので、世界はまさに19世紀から20世紀に逆戻りしていて、第3次世界大戦真っ盛りで戦火がいつまた広がるかもわからないので、だからこそ自分から火の粉やガソリンをばらまくような景気をものは戒めないといけないと思いますという。そうですね。
だからね、こっちからやっぱりリスクを高めるような行為をしないっていうところが肝心じゃないかなと、まあ個人的には思うんですけどね、なんかリスクを高める行動をしてる人が師匠なので、ね、困りましたね、本当に。だからまあ存在自体が今アジアのリスクじゃないですか、高市さんって。存在自体がアジアのリスクになってる人をどうやってやっぱ止めなきゃいけないのかなっていうのが、っていうとこですけど、まあ逆に言えばね、やっぱり高市内閣を崩壊させるっていうことは、まあそのソフトランディングのさせ方にもよるけれども、だからアジアのね、安全保障のリスクを下げるっていうことになるんじゃないかなと思うのでね、やっぱりそういう意味でもね、決して黙らせられずに、反対していきたいですよね。はい。あと身近なところで引きつけて考えるというと、先ほどというか最初の方でね言及してくださった方いたと思うんですけど、インドカレー店が今3年で激減の危機、新大久保が廃墟になるという記事が、話題になっております。まあこれなんでかというと入管のせいですね。はい。経営管理ビザの要件が厳しくなりました。もしビザ更新時に資本金3000万円を求められたら用意できません。会社を畳むしかないかもしれませんということで、昨年10月にですね、入管法が改悪されたことの、関連で外国人経営者向けの在留資格経営管理の要件が厳格化されて資本金が500万円以上から3000万円以上にいきなり引き上げられました。6倍。これだと大手さんしか残れないでしょ、こんなことしたらっていう、話なんですけど、なんで入管がこんなね、入管というか自民党政府なんですけど、こんなね真似をし始めたかっていうと、東京入管が23年9月にビザ悪用の疑いがあり、人たちを調べたところペーパーカンパニーが9割だったと。でこういった中国の人たちなんですけど、ルンリーというふうに言われてまして、経営管理ビザを悪用している一部の人たちがいるということなんですね。ただこういう人たちをだから止められるって思うじゃないですか。それをやったら止められないんですよ。これ最後まで読めば書いてあるわかるんですけど、首都圏で経営管理ビザの取得要件を厳格化しても本来の目的であった中国の人たちのね、そういう人たちお金持ちだから3000万円ぐらいじゃですね、移住の抜け穴を防ぐことにはほとんど効果がないんですよ。だから経営管理と偽って3000万円ですね持たずにですね、そんな来てる人自体がいないわけだから、日本で真面目に飲食店や零細企業を営んでるネパール、タイ、ベトナムの人たちだけが攻撃されてしまってるような今状況になってるわけですね。だから冗談じゃないですよね。こんな雑なことしてなんか排外主義を煽ってですよ。だからレストランとかが全滅するかもしれないので、なんとかですね、これ制度の改正を即座にやった方がいいと思いますし、なんかね、こういうその食べ物とかの話になっていきなりようやくその入管のそういうやり口に注目が集まっているのは非常に複雑な気分なんですけど、こういう身近なことからね訴えていくっていうのは大切なのかなとは思いますね。はい。エイリヒ・フロムやハンナ・アーレントの著作を再読してみようと思いました。そうですね。自由からの闘争、全体主義の起源はね、やっぱり必読ですよね、この時代で。近視眼自体はいいですが、近視眼だけなのがまずい。そうですね。だからこれに関してもね、単なるレストランの問題と考えるんじゃなくて、やっぱり国全体の方針の問題だと考えていただきたいですよね。はい。もちろん中国への挑発がなかったとしても、高市さんの人権意識って極右なんでどう考えてもダメですよね。はい。これお店の廃墟だけじゃなくて在留資格を失う人が少なからずいると思うし、そう、だから少なからずそういう在留資格を失う人がいるし、そもそもね、ペーパーカンパニーと取り締まりにおいて無駄なんですよね、完全に。はい。ペーパーカンパニーだって言って別に違法なことをしてるわけじゃないのを言ってるので、この記事自体も中国権を煽ってます。そうですね。あくまで法の抜け穴というだけであって、犯罪者と言ってるのは、あくまで入管の味方ですね。すいません。ちょっとそこを補足していただいてありがとうございます。だから、ルンリーって言って、経営管理ビザをですね、悪用してるっていうふうに、入管は主張していて、要は、奴らの言うところのね、不法滞在外国人であるっていうふうに言ってるわけですけれども、でも、ビザの取得自体は合法的に行われているので、
で、それはね、この記事も、なんでしょう。中国圏を煽ってる面は確かにすいません、あると思うんですけれども、あくまで入管の主張です。はい。まあ、入管はそういう人たちなんで。はい。結局外国籍の生活はマジョリティの起源と胸先三寸で決まってしまうのは本当グロテスクですよね。いや、本当グロテスクですよ。ひどいですよね。だからこういう実態が明らかにならなかったら、まあ、あえらの記事自体だから入管のね、見方に従ったもので、入管ナラティブにある程度従ったものではあるんですけど、でもこれが書かれなかったら、多分誰も注目してくれなかったっていう話ですよね。だから入管法改悪の時、だからダメだって散々言ったのよ。もうみんな聞いてくれないよなーっていう。やっぱり少数派の人たちの人権ってどうでもいいのかなっていうふうに思っちゃいますよね。だからね、美味しい料理を食べられる喜びと外国籍の方の生存って本来天秤にかけられるような事案じゃないですからね、もうありえないじゃないですか。まあ、人権とかをね、経済的な尺度でしか考えてないっていうことなので、やっぱり本当に入管の手口、自民党の手口はありえないと思います。はい。まあ、ただそれでもね、訴えることは重要だとは思います。これちなみにインドや韓国料理をイメージさせるのはミスリーディングで、外国人みんな対象なので欧米系も全滅します。むしろ背景に自営業を潰して大手チェーンがその穴を埋めたいという欲望があるのではないかと想像してしまいます。決して埋めるはずがないんですが、彼らは埋められると錯覚することで街をダメにし続けているということで、まあこれもだから、単にね、差別なのはもちろんなんですけれども、新自由主義の一種ではないかっていう指摘も別にされてますよね。だから全部サイゼリアにしてしまえみたいなね、経済界の利益というか、思惑にも沿ってんじゃないかという気がするんですけれども、まあ、とんでもねえ話ですよね。なんで全部大資本にしなきゃいけないんだよっていう。まあ、今、インボイスの話もそうですけど、なんか、中小零細企業の人たちに対するいじめがひどいと思うんですけれども、だから本当にそういうのをやっぱ潰したいのかなっていうふうに思っちゃいますね。はい。いやー、こんな嫌がらせばっかりやるひどい国にするの理想なのかね。本当に信じられないですよね。絶対嫌ですよね。はい。まあ、インド料理店のことが起こらない限りは、普段から政治のことを真剣に考えないあたり、世間一般に制度の歪みが周知されることはないんでしょうかね。そうなんですよね。だから身近なことに引きつけて訴えること自体は大事だけれども、なんかこのいう話にならないと注目されないっていうのはやっぱりちょっとね、もやもやしますよね。はい。ねえ、だからね、やること出すことほんと全てがずれてますよね。まあ、小野田きびさんの外国人政策とかも全部ずれてるっていう風に指摘されてますけれども、だからこんなね、めちゃめちゃな徘徊主義を雑に進めてったらね、日本の経済とか自体が持たないと思いますよね。そう。で、合法的に滞在している人たちを、恣意的にやっぱり線引きをすることで不法滞在者にしていくっていう。まあ、それ自体がね、権威主義的なやり口ですよね。権威主義って、恣意的でね、非合法っていうか、あんまり法律に従わない権力を持つっていうところが特徴なんですよ。なんていうかね、予測可能な一定の範囲で、まあ、行使されるんだけれども、民主主義と違っていうのはですね、民主主義っていうのは、まあ、基本的に法治主義を、まあ、前提としてて、法律とかをね、きちんと、まあ、守らないと訴えられたりとかはするわけじゃないですか。でも、権威主義国家って、まあ、高市さんを例えば信任することとかが条件なので、指導者は、まあ、典型的には、まあ、選挙されない場合もあるし、今回のようにですね、明らかにちょっと、不公正な選挙で選ばれたりとかするわけですけれども、まあ、排他的で責任を負わない恣意的な権力を持っているという。だから自民党というか、まあ、入管はもう最初からもうこれに近い状態で、民主主義の内部に、権威主義的なね、政策機構が残ってるっていうことで、ずっと問題視されてきたわけですけれども、なんかますますこれでひどくなってですね、本当ね、やってることが権威主義国家そのものみたいな、感じになってしまってるよなと思いますね。生活保護の有期制の検討がまた始まるんじゃないかと懸念してます。なるほど。そういった面でもそうですね、締め付けが始まっていくかもしれないですね。
いや、本当にね、だから勘弁してよっていう感じですけれども、だからやっぱりですね、連帯をしていかなきゃいけないわけですよね。みんなこうして連帯してきたということで、これちょっとまだ発売してないんですけれども、権力者が団結を嫌うのは、それが搾取への抵抗という唯一の目的を持つ様々な人々を一つにするからであると。有色人種の人も障害のある人も肥満の人も移民も難民もホームレスもセックスワーカーもフェミニストも先住民も気候変動活動家も労働組合員もゲイもレズビアンもトランスもドラッグも異なる人々がどのように手を取り合い社会を変えようとしてきたのか、失敗とみなされた運動の中にも小さな勝利の可能性は残されており、労働者階級出身のクイアが綴る世界に散らばるありえないような団結の記録ということで、これ今後出るらしいんですけれども、なんか楽しみな作品ですね。っていうか、なんだろう、だから連帯という一口に言うと簡単に聞こえるかもしれないですけど、だから全員苦しめられてるから、全員にやっぱり共通項があるっていうところから始めなきゃいけないよなと思っていて、だから他人事じゃないし、同じ街に生きてるね、仲間なんですから、当然ね、同じ権利を持ってるっていうふうに考えるのが、まあ民主主義じゃないかなと思いますね。はい。PS 機なんだから競争力のない中小企業は大企業に合併されるか潰してしまうみたいな、まあそういう風にしか本当聞こえないですよね。これやってること考えたらね。はい。うん。こっち田舎ですが、どんどん個人経営の店が潰れ、大資本飲食店企業ができています。外国人経営の店もなくなるのでしょうかと。だからこのまま何もしなかったらそうなってしまう可能性はありますけれども、だからね、別にというか、だからみんなね、この社会で一緒に生きてんだから、だから権力者にとって都合の悪い連中だからといって、なんか大企業に取り込まれなきゃいけないみたいなのってめちゃくちゃですよね。なんだそりゃっていう話じゃないですか。はい。だからな、やっぱりそこはな、ありとあらゆる人たちが連帯していかなきゃいけないと思うんですよね。でもスパイ墓場が施行されたら自称の大小に関わらず外国人経営者は片っ端から公安に捜査される。なるほど。確かにな。いや、その可能性あるな。そこが本当に怖いっていうか、ところではありますよね。まあそれこそ別の意味での保守反動に見られるかもしれないが、大衆ではなく労働者と階級闘争、天皇制の問題を含むに立ち返った地道な社会運動がアクチュアルに必要なのではないか。テクノロジカルテクノクラード的発想だって実は反動的モダニズムとしてのファシズムの先祖返りであると。ちょっと言い方難しいですけど、今回の行われたのは、テクノロジカルテクノクラートによる、ファシズム的なね、選挙が行われてしまったわけですよね。テクノの、権力を駆使して、いきなりそうやって宣伝をですね、大量投下して、やるっていうようなことをしたわけですけれども、これがね、ファシズムの先祖返りだとするならば、マルクス主義のね、時代に立ち返って、労働者の階級闘争をですね、やっぱり地べたから始めていくしかないのかなという気もするし、インターネットだとね、やっぱりそれってなかなか難しいところがあると思うので、やはり中道の人たち、落選議員の人たちにはですね、やっぱり辻立ちしたり、なんかローソンにもう一回、足運んだりしてですね、そういうことをリアルでやってほしいなと思います。私はなかなかそのリアルの活動が難しいからネットでいろいろやってる人間なんですけど、リアルの活動できるね、体力とか時間のある人はね、やっぱりリアル活動が今後すごく大事になってくると思うので、そこから切り崩していくことも必要だよなと思いますね。いや、そうですね。左派と右派の意見交換とっても大事だと思いますね。なんかね、高市さんはね、議論しないですけどね。全然議論する気がないそうだ。記事を出すの忘れてたけど、そもそもなんでこんな話をね、始めたかっていうと、だから、委員会の委員長をね、全部、全部自民党にしろみたいなことを今言い出しているんですよ。なんか、与党ポストだから、与党の圧勝したからといってね、ポストを独占させろみたいなことを、平然と口にしてるんですけど、ちょっと冗談じゃないよっていう感じですよね。特別委員長、審査委員長、予算委員長など全てのポストを与党が17ポストを独占させろと、柔道改革連合さんはね、野党にも配分してくれと、言っているんですけれども、ファシズムやろ、これはっていうね。さすがにだっ
って安倍政権の時でさえこれやってなかったですよね。まあなんか民主党政権の時やってただろみたいなこと嘘ついてる人いるんですけど、そんなことなくて、山本拓さんっていう人がですね、委員長やってたことがあります。はい。高市さんは知ってますよね、山本拓さんって誰なのかね。知らないわけないと思うんだけど、はい。つうことですね。だからね。あとそうですね。経済的徴兵、食いっぱぐれたね、人たちをね、自衛隊とか軍需産業に取り込んでいくっていうような方向もね、やりかねないと思うのでね。本当ね、だから軍拡ファシズムみたいなことばっかりやるのやめてほしいですよね。そうですね、農業もね、大規模化に向いてないと思うので、小規模農家を守ることをね、石破さん少し考えてくれてたのにね、なんかまた元に戻っちゃいましたよね。そうですね。何に生徒はいらないみたいなね。さすがに私もその参政党はね、ヘイト団体だと思ってますけれども、まあ参政党以外の団体はね、さすがにヘイト団体みたいなこと言ったら言い過ぎだからね、左であろうと右であろうとね、やっぱり、政党の存在そのものをね、ベタに完全否定してしまうのはダメだと思うんですけど、まあなんかね、高市さんはやっぱり野党の存在自体が気に入らないるからっていうふうに思っちゃいますよね。今こそ連帯。ということでですね。そうなんですね。街に出ろっておっしゃってたんですね。ありがとうございます。やっぱり意見同じですね。やっぱり、出れる人は出た方がいいと言います。でも、まあ今の状況というか、まあ私みたいにね、なかなか難しい人間は出れない場合は、別のね、やっぱり戦い方をするしかないのかなと思いますけど、ですね。やっぱりネット戦略だとね、大規模広告とか出されると叶わないですからね。はい。チーム未来は AI の侵略の風味を感じた。ですね。いや、チーム未来もほんとひどい。なんか、なんですかね、あいつら。なんか親が自民党みたいな話が、なんか、11人もですね、今回チーム未来当選しちゃったんですよ。で、なんか親が自民党の人が当選したとか、もともと自民党の人が当選したとか、日本共産党さんの議席が4議席で、まあ、チーム未来がね、11議席なんですけど、勘弁してよっていう感じですよね。はい。ちなみに不正投票とかなんとか言ってるのはね、完全なデマなんで、それは信じないでくださいね。はい。ですね。チーム未来に関して、そうだ、これだ。まだチーム未来もなんかとんでもねえこと言ってて、さっきの高額療養費制度にも絡む話なんですけど、TBS の昼帯に出演された庵野党首なんですけど、社会保障の負担を減らす政策の財源について、ご高齢の方の医療費窓口負担割合に1割2割のものを原則3割にすると。いやー、言い切ったかってですね。まあ絶対こういうこと言い出すだろうなと思ったんですけれども、ですね、高齢者負担を3割に引き上げるそうでございます。いやー、なんとかしろよ、この人。もう完全に調子に乗ってますね。唯一だから消費減税をね、言わないで、選挙を戦ったというのは、そこは偉いといえば偉いんですけど、だけどといって福祉をやっぱり福祉を増強するみたいな方向性にはやっぱり考えてなかったんだなというですね。窓口負担割合を3割にすることでですね、結局社会保障費は削減するみたいなことを言い出してあんまり変わらんやんという話なんですけど、あれ OBS 切れたかな？大丈夫かな？はい。今再接続に成功したっぽいです。すいません。はい。未来はコスパタイパで国家運営とか言ってんの無理ってですね。現在は関連で議長からの指名になってるけど、本来議員の選挙によって委員長を選出することになってるから、最終手段として数の力に訴えそう。なるほど。自民党は今ね、これだけの議席を352席、維新と合わせて持ってるわけですから、やってきかねないですよね。維新の議員は何人かね、委員長になるんでしょうけどね。
そんなことをしてもそのしわ寄せは結局現役世帯に行くだろうって。いやまあそれ散々指摘されてますけど、その通りですよね。高齢者医療はダメだろ手つけたらっていう。まあ確かにその微妙にね、1割の人を2割にするとか、1割の人を 1.5 割にするとかっていう議論をしては真剣にされてるところもありますけれどもね、いきなり3割はやりすぎだし、そんなことしたらね、むしろ介護してるその現役世代の人たちの負担がとんでもないことになるので、絶対やめた方がいいと思いますよ。うん。だからね、なんだろうね、いきなりこんなこと言い出すとはっていう。はい。一瞬音声飛びましたが問題ない。ありがとうございます。なんかエクストリームセンターは確かにね、中道よりもこっちの方でしたよね。汽船っぽいですよね。はい。不正選挙はと思いつつ、令和を絶対に勝たせるなみたいなこと言ってた誰かだけはなんか怖って感じしました。そんなこと言ってる人いたんだ。令和さん結局負けたやん。まあだけど、もちろんね、チーム未来に投票した人ってこういう思想の人たちだと思うんで、私は全く不思議はないと思います。20議席ぐらい取ってもおかしくないよね、こういう思想の人たちだから、ネオリベですよね、要は。まあ結局ただのネオリベなんだよな。だからまあ IT ネオリベでまあ珍しいというか、まあ目新しさはあるので、人気は、どんどん上がってたと。草の根の人気は確かに上がってましたし、11議席に驚きはないんですけれども、なんかね、これがやっぱりなんか野党としてなんか第5自民党みたいなポジションに入るのはすごく嫌味がありますよね。本当に。勘弁してくれっていう、まあ気持ちしかない。で宮本徹さんですが、自民党からチーム未来まで患者の負担を増やすことで保険料を下げるキャンペーンを行っていますが、平均寿命まで生きたら人生トータルで保険料プラス医療費の負担が増え、誰も得しません。企業の保険料負担を個人の医療費負担に付け替えてるだけじゃないでしょうかっていうですね。まあ、なんでこの人が国会議員じゃないかと思われる人ナンバーワンの宮本徹さんなんですけれども、このようにですね、グラフで分かりやすく説明してくれてるんですけど、一般政府拠出が水色、社会保険料拠出が緑色、社会保険料の事業主分の拠出が紫色なんですけど、日本って紫の部分 6.7% とかしかないんですよね。引くっていうですね。だから、すごく高負担、税金が高いって言われてる、まあ、よく右翼の人がディスってるスウェーデンとかでも 11%、11.3% がですね、社会保険料拠出は事業主が拠出してて、被保険者の拠出 2.7% まで抑えてるんですよね。まあ、その分一般政府支出が高いんですけれども、だけど、日本がモデルとすべきは、だからドイツみたいな負担量割合でせめてあって、一般被負担保険者拠出が、高めるのはまあどうしようもないとしたら、だから事業主側のね拠出も高めないとですね筋が通らないんですよ。それをしないと一般政府側の我々の税金をねぶち上げるしかなくなっちゃうので、はいっていうことだと思いますけどね。はい。高齢者が富裕層というわけじゃないですよね。高齢者の医者代実際に払ってるのはその子供だったりしますし、まあそもそもね、企業が本来負担すべき分を負担してないんじゃないかっていう議論があるわけですよね。いやー、宮本徹さん、本当当選してほしかったっすね。ずっと応援してたんだけどな。悔しいですね。ウォーキングイソックスさん、ここからです。この手の福祉削減中はただスパイト行動してるだけですよね。弱者への悪意が受ける今の選挙界隈っていうね。まあ、それが権威主義ですからね。だから弱者とかで、マイノリティの人たちを攻撃するのって権威主義者の典型的行動なので、はい。ですね。なんか開票始まってからの会見で勝たせてはいけないって言ってる人がいたから今から勝たせないってどういう意味っていうのが不正選挙論の発端だったみたいです。そっか、チーム未来が自分で言ってたんだ。なるほど。そういう物語が発端になってたと。ありがとうございます。でもなんで令和さんなんでしょうね。よくわからないですけど。はい。まあ結局令和さん負けちゃったので、まあ大負けに負けてね、傷ついてるのはわかりますけれども、やっぱりそれ陰謀説に乗っかってはいけませんので、はい。っていうところですかね。はい。松島みどりさんがごめんなさい。違った。すいませんでした。なるほど。ありがとうございます。弱者男性叩きもフェミニズムを超えて単なるネオリベ言説と結びついて前者もそれに汚染されてますと。
そうですね。弱者男性叩くのそもそもフェミニズムじゃないですけど、ネオリベ言説とね、やっぱり結びついて、本当悪質なものになってますよね。松島みどりさん、これレイシスト発言もしてましたよね、この人。はい。ポスターそのものがね、外国人排除を煽るような、ポスターを掲げてたことを覚えているんですけれども、なんかな、どうしようもない人だな。でもそういう人が当選しちゃったんですね。はい。そう考えると衆議院の3分の2以上の賛成による再可決って単独の政党がやるものだと想定されていなかったのではないでしょうか。複数の政党が合意した上で法案を成立させるためのものというか、そうですね。だから今回というか、安倍さんの時代とかも小泉さんの時代もそうでしたけども、3分の2の議席をね、そもそも、自民党が委員長ポストを独占するみたいな、事態が、考えられて想定されてなかったっていう気がしますよね。だからそれなりにその野党の意見を組むための3分の2っていうシステムが逆に、自民党のね、独裁を可能にしちゃってるっていうような、ことですかね。はい。いややっぱ山本さんがね、ちょっと倒れてしまったのは本当に痛いし、ちょっとどうしようもないのかなという気はしますよね。そうだ。松島みどりといえばあれだ。なんか強制送還を、外国籍の人たちの強制送還を推進みたいなことを、わざわざね、この人ポスターで言ってたんですよ。これ。で、ひどいでしょ。退去強制処分を受けても送還を拒否する外国人強制送還を促進っていうですね。だって内閣総理大臣補佐官なんですよ、この人。もちろん退去強制処分となったりもかかわらず送還を拒否する人っていう風な限定をつけてはいますけれども、だからそもそも入管はずっとそういうことやってんだから、今更推進する意味ねえだろっていう話なんですけどね。はい。どういう風に実現するのかよくわかりませんが、はい。松島さんはこういう人ですね。だからなんでわざわざ令和に言及したのかもわかんないしこういうちょっと悪意に満ちたような発言をしてる人ですね。はい。そう。高齢者を現役負担の、そうですね、負担を高めることでね、逆にキリステロンをね、高めてるんじゃないかっていう気もしますよね。だからな、ほんとなんかいいビールで。高齢者の医療自己負担が増えれば子供としては無理して肩代わりするか非常に見捨てるしかなくなりますよね。いや、ほんとそうですよ。だからね、絶対そうだから現役世代の人たちの負担をね、高めるようなことをやっちゃいけないと思うんですけど、それに同意したんじゃないのかいっていう単純に高齢者の自己負担3割とやると現役世代の子が自分の保険料を払った上に老人の、負担金3割まで払うことになりますね。いや、全くその通りです。はい。本当に第5自民党はいらないよ、もう。第4自民党でもお腹いっぱいだったのにさ。第1自民党が自民党でしょ。第2自民党が維新でしょ。第3自民党が国民民主党でしょ。第4自民党が参政党でしょ。第5自民党がチーム未来ですかね。ちなみに、一つ、例えば中国共産党とか統一ロシアみたいなでかい政党があって、そこにですね、それを補完する無数の衛星政党が出るっていうのはね、権威主義国家の典型的な、政府の特徴でございます。はい。はい。そう、この泡沫候補みたいなポスターで総理大臣補佐官なのおかしいっすよね、松島さん。びっくりしましたよ。だからどっかの極右政党とか参政党とかの議員なのかなと思ってたんですけど、内閣総理大臣補佐官、松島みどりっていうか、松島さんやってびっくりしましたよね。はい。そこに改憲案24条の家族は助け合わなければならない。なるほど、なるほど。自民党のね、改憲案ではね、家族は助け合わなければならないっていう書いてありますからね。だからそれもね、なんだ、自民党が政策的に、相互扶助っていうかね、公的扶助をね、削減する、理由付けにとってんじゃねえかっていうような話は出てますよね。いや、レイアウトやばすぎますよね。目先の公平感があれば自分が損しても OK っていう思想なんだろうか。やめてほしいな
身内に重度障害者がいる人や生活保護を受けている高市支持者の方々には知ってほしい。私自身が障害者なので高市さんは支持できません。憲法改正は9条だけは目的ではない。新設される憲法に注目したい。家族は互いに助け合わなければいけない。地域社会、家族、身内が障害がある人、生活保護が必要な人、生きるために困難な人を自分たちでお世話になってしてね、家族愛を大切にね、という、新設の、法律がですね、わざわざ作られるのではないかと。これ自民党の改憲草案なんで、もちろん、必ずこうなるというわけではありません。し、さすがにね、24条と25条のね、改編は、難しいんじゃないかとは思いますけれども、何をしてくるかわかんないので、こういうね、条文を付け足すというのはですね、そもそも家父長主義だし、二重三重に意味不明ですよね。はい。いや、でも本当ね、これも家庭連合の思想ですよね。家族は互いに助け合えみたいな。いや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 という。だからですね、松島さんのね、ポスターみんなこんな感じなんですよ。だから、自分のね、なんか主張の部分をね、めっちゃデカデカと、だから高市さんとのね、写真と、ツーショット写真とかも掲げて戦ったんですけど、全部こんな感じで、日本を守るみたいな、急性中小治療法制化みたいなですね、経営者の個人保証をなくすっていう、これはいいのか。下請け維持は許さない。これは別にいいと思うんですけれど、全部こんな感じなんですよね。はい。ちょっと怖いんだけど。この人が引き続きですね、内閣総理大臣補佐官をやっているという状況でございます。パパピーさん、これからです。来ていただいて、初コメありがとうございます。ありがとうございます。いや、中道さんがね、結局、改憲派になるんだったらね、自民党に寄ったとしか、思えないので、そこはなんとかしてほしいっすね。いや、マジで、ちょっと、ずっとね、護憲をしなきゃダメだっていう話をいろいろ展開していたんですけれども、令和さんはね、貧困層のための政党っていうイメージ作りを意図的にやったそれは間違いではなかったのかもしれないですけれども、もうちょっとやっぱり党のイメージを変えないと一般層まで浸透しようがない気はしますよね。はい。文化人類学者の山口智美さんが改憲の本丸は24条家族条項なのでは、これが本丸なんだ。マジで家庭連合やんっていうですね。国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるように、その保全に努めなければならないみたいな、国家に環境の改善を求める権利を縮小された上に家族でお互いに助け合えみたいなことを言っているんですけどね。もう、統一教会のナラティブを押し付けてくんのやめてよって感じですね。はい。TikTok で掘り起こした比較的若くて自身が高齢の身内を養っていない支持層らへんにとっては、高齢者のための負担をうちらに押し付けてほしいという狭い視界の話になるのかなと。そうですね。だから、そこまで考えてない。宮本さんの言ってるようなことまでもちろん考えられてないと思うんですよ。だし、現役世代の負担の増っていうところにもやっぱりちょっとね、資格というかですね、先ほども近視眼の話しましたけど、近視眼的になってしまうこと自体はもうね、こういう社会だからどうしようもないと思うんですけど、そこをね、つけ込まれてる感じはありますよね。福祉をね、廃止してね、すべて家庭のね、あれにしてしまえばね、それは政府はホクホクするだろうけど、ホクホクしてどうすんだよっていう。勤めなければならないみたいなのもすごい高市さんっぽいですよね、言い回しが。というか、高市さんが勝共連合の言い方に影響を受けてるでしょ。いやーでもね、やっぱりご家族がね、介護保険とかね、高齢者医療制度のね、恩恵を受けてる人自身がね、ああいうこと言ってんのはね、いろいろきついものがありますよね。ネオリベすぎだろって思うんですけれども。本人はもちろんね、お金持ちだから困らないんでしょうけどね。こんな憲法嫌ですよね。本当に。本当に嫌だ。だから改憲をね、反対を訴えるときは、もちろん平和主義をね、訴えることがね、大事だと思うんですけれども、こういったこととかね、身近に引きつけたフレームでやっぱり訴えるっていうこともね、今後すごく大事になってくるのかなという気はしますからね。頑張ってるんだからでよくなっちゃうよねって。
ということでですね、まあなんかすいません、ちょっと、今回の配信あまりまとまらなかったんですが、まあね、高市さんのね、そういう、まあちょっとね、権威主義化している支持者さんをどうするべきかっていうことなんですけど、やっぱりね、議論の、道を閉ざさないっていうことを、まあ先ほどね、保守派の人からね、コメントもいただきまして、本当ありがとうございます。議論の道を閉ざさないでね、いろいろ考えていくってことと、まあこういうね、ファシズムみたいなことするのに、反対していくってことと、まあこういったね、医療費の話ですとか、身近なカレー屋さんの話とかね、そういったところからね、身近なところからなかなか近視眼的になっちゃってる人が多いと思うので、まあ、身近なところからね、訴えを進めていくっていうところとかね、いろいろ大事なのかなと思います。はい。実際、実家の太い知り合いも福祉の廃止を支持していました。ポジショントークなんでしょうね。本当それ良くないですよね。で、結局、だから格差を固定化するだけじゃないですか、そんなことしたら。だから貴族社会がいいのかよって思っちゃいますよね。はい。秋山さんおやすみなさい。高市さんは進んで自らモデルケースになって国民に美徳を振りまいてる。いや、わざとやってると思いますよ。だから、介護大変だよみたいなこと言うじゃないですか。だからわざとやってるんですよ。だから自分はできてるからね、皆さんもやってくださいねみたいなメッセージがあると思うんですよね。はい。ですね。あとはもうとにかく高市さんを支持する人に直接お話を聞かないといけないなと思いました。外に出ますということで、なるほど、ありがとうございます。うんうん。早い話が商売敵であるからと。うん。ね、家族が助け合うべきみたいな考え方はわかるのだが、そういう思想信条に踏み込んだことを憲法に規定するのはロシア、ルーマニア、ハンガリーなどなどです。なるほど。まあそうですね。いや、補足ありがとうございます。そうですよね。だから、家族とかね、心情とかにこう、もろに踏み込んで、私的領域にもろに踏み込んでくるって権威主義国家の特徴ですよね。そもそも民主主義じゃねえよっていう、まあ、話ですよね。はい。なるほど。マガジン球場のやつはこれかな？うんうん。ちょっと待ってくださいね。今検索したので。はい。出しますね。相互扶助条項って。そう。まあ、日本のね、やっぱり中身自体がね、東側っていう風な考え方もできますよね。だから、どっちかというと、やっぱり中国とかね、ロシアに親和性が高いですよね。その文化的に見ると。はい。だからね、まあそういう国がね、やっぱ権威主義化するのはね、無べなるかなという話なんだけど、やっぱり韓国みたいにね、民主主義のために戦った経験が少なすぎるっていうのがね、これですね。そうした集会ではどこであっても必ず話題に上るのが9条と緊急事態条項と24条ですと。日本会議と中心メンバーが多く重なる美しい日本の憲法を作る国民の会という組織があるんですが、百田直樹らが作った憲法改正ドキュメンタリー DVD、世界が変わった日本の憲法はというですね、恐怖の DVD ですね。これあるんですけれども、ですね。24条の箇所だけは日本会議御用達の憲法学者で DVD の監修者である桃地明氏が自ら解説するという力の入れようですと。やっぱり家族みたいなのがね、自民党の憲法改正ナラティブのね、中核にあるっていうところが言われてるんですね。ありがとうございます。はい。うん。そうですね。いや、本当話し合い大事だと思いますよ。非婚か少子化がますます進行しそうな憲法にしてどうすんだよっていうね。だからその統一教会ナラティブ押し付けてくるのマジでやめてって感じですね。韓国と台湾以外まともな民主主義国家がないのはね、やっぱり儒教文化とかね、そう、権威主義的な成功が強いっていうのはね、ただね、ようやく今、タイもまた政情不安にちょっとなっちゃいましたけど、タイも変わりつつあるし、まあ、ミャンマーはね、今、軍事独裁で逆転されてしまいましたけども、ミャンマーもね、自分で民主主義実現したし、まあフィリピンもね、インドネシアも発展著しいですし、だからなんか日本がね、衰退して置いてかれてるっていう感が強いですよね。だから日本国憲法がね、ぶっちぎりで精神的だったんだから、そこだけはね、ずっとなんか自慢にしてなんとか残しておくべきだと思うんですけどね。数少ない長所を消してどうするって思います。はい。
そして最後にですね、選挙結果に悲しみを抱いているあなたにつながりを保ち支え合うことは私たちができる最も強い行動の一つであるということで、ボーグさんがですね、なんかすごい優しい記事を出してるので、よかったら皆さん読んでみてください。まあ今回の選挙結果ってマイノリティの人たちにとっては特にね、非常に強い痛みを伴うものだったと思うんですよね。まあ、ジェンダー平等や同性婚といった基本的権利が今後どうなるかは分かっていない、またそうしたものが存在しない世界で生きるかもしれないと考えるだけでそれ一つが、喪失のように考えられることに、感じられることにあると、自分の身体について女性たちは自ら決定する権利に思いを馳せて悲しんでいるかもしれません。 LGBTQ+ のコミュニティの人たちは自分のアイデンティティを安心して表現し完全に関係性を築くことができる自由をこの先を得られないことを嘆いている可能性がありますということでですね、自分の心の痛みとか悲しみっていうのはですね、封じずにいた方がいいと思います。で、支えてくれる人たちに頼ったりとか、まあ私のね、配信で、来てくれてチャットで書いてくれたっていいですし、役に立たないかもしれませんが、まあ気を紛らわせることとかもね、とても大事だと思いますし、まあそれでね、レジリエンスを養うっていうことはね、左派にはやっぱり必要なことだと思うし、今回ね、例えば中道さんを支持してたとか、令和さんを支持してたとかっていう人も落ち込みすぎずにですね、ですね、まあ、今後どうしていくかっていうのはね、まあみんな分かってないっていうところも事実ですから、まあね、偉い人たち専門家とかだって分かってないんだからね、私たちが分かんないのは当たり前なんで、まあそこはね、ゆっくり考えていきましょう。まあ、いくら高市さんがね、スピーディーだからって明日いきなり戦争を追っ始めるわけじゃないので、はい。ですね。まあ準備してですね、反対の備えをしていきましょう。はい。ですね。そうですね。こういう議論がね、そう、罵倒とかを抜きにしてね、モデレーターの皆さんも今日はありがとうございました。自由にできる、形にできる状況っていうのがね、とても大事だと思うんですけど、まあね、佐々木なんとかさんみたいな人はね、そういうの邪魔してくるんでね、私はそういう人はね、嫌いなので、はい。はい。よかったらね、チャンネル登録、高評価として、またね、コメントとかしていただければと思います。よろしくお願いします。タイといえばカンボジア侵攻時のロジックがベネズエラっぽいってなんか急にまたね軍事国家になっちゃいましたよね。本当なんかやっぱり軍の力とやっぱ王政と民主制が対立し合ってて不安定な国だから一時すごくリベラルになってたんですけどね、ちょっと残念でしたよね。はい、元に戻ってほしいですよね。左にブレたことがないのにバックラッシュが起きる謎の国。まあ大体アメリカが悪いですよね。本当に。なんかね、左翼になってないのにいきなり反響みたいなメッセージだけ飛んでくるからね、みんな右にブレちゃうんですよね。うん。日本もすごい儒教国家だと思いますよ、基本的には。はい。だしに、韓国も儒教国家だし、だから、男尊女卑とかね、家父長制の力が強い、家父長制とかね、上位下達みたいな考えが強いんですよね。はい。アルミさん、コンカラスです。多くの人が日常生活が困難になるほど人権などの問題を後回しにされるのが怖いです。そうですね。だから景気がこれ以上悪化されるとね、だから中国もちょっと勘弁してくれないか、そろそろ。だから高市政権を倒したいんだったらね、これ以上圧力かけるのはちょっと得策じゃないですよね。ますます強硬になっちゃう気がするので、ちょっとなんか少し考え直してもらえないかなっていう、調子のいい話で申し訳ないですけどね。まあでもこういう選挙結果になっちゃったからな。痛すぎて麻痺してきました。はい。悲しみというか怒りが強いですが、何らかの方法で撤回したいですね。月曜日お腹痛くなって仕事休んじゃいました。そうなんですか。いや、ほんと皆さん無理しないでください。赤ブルニキさんコメントありがとうございます。あったかい連帯感ですということでありがとうございます。嬉しいです。そう言っていただけると。先日参加した保健福祉の会でも主催が家族や絆にスポットを当てていて外部支援を透明化するような言動が多かったので心配です。マジで対話重ねないといけない。そうなのか。それはちょっとね、ちょっと保健福祉ってだから家族で助け合えない人とかのために本来公共とかでこういう別のコミュニティがあるべきだと思ってるんで、それはちょっと違う気がしますよね。まあリアルでね、繋がれるっていうのはとてもいいことだと思うんですけど、
本来は自由主義、民主主義、保守的思想はどっかで落とし所を見つけられるものだと思うんですが、やはり保守対リベラルの論争みたいになってしまうと。そうですね。まあ対立するところは対立せず、議論するところはね、議論した方がいいと思うんですけど、なんかこれ、なんかもう議論っていう状況じゃなくなっちゃってるのが、議論したくないみたいな人がですね、なんか議論すると意地悪みたいなこと言う人が、やっぱ首相になってるっていうのが最大の問題だと思うので、まあそこをなんとかしましょう。お互いに。なんかね、何でもかんでもマルクスとか共産主義のせいにする人いますけど、それは本当陰謀論なんでやめてください。はい。福祉については身内にやらせると悲劇が増えます。仕事として他人に委ねて正当な対価を支払われる社会であるべきですね。はい。まあそうですね。なんかマルキシズムとね、リベラルの区別つかないのってね、お寺と神社の区別つかないのとあんま変わんないですよね。それはちょっと、勘弁してよっていう感じですね。なんかポリコレより先にポリコレ疲れみたいなのが入ってくるっていうのもね、意味がよくわかんないっすよね。なんでってなんでっていうはい。ということでですね、まあちょっと久々にフリートークしたんですけれども、まあいろんな意見いただいて本当ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり皆さんね、不安に思ってることたくさんあったと思うし、やってよかったなと思います。まあなんだでしょう。ね、今状況がね、突然ね、いい方向に変わるわけじゃないとは思うし、残念ながらね、あと1年ぐらいは多分、まあ最低でもね、高市さんに付き合わざるを得ないとは思うんですが、まあ私も頑張って活動を続けていきたいので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。まあね、私もカッとなってしまうことはあるので、やっぱりツイッターの短文とかだとね、いきなり殴り合いになっちゃいがちだから、私もやらかしちゃいますけど、やっぱりね、こういうなんかね、それなりに冗長な話し合いとかができる、冗長性のある場がないとダメだと思いますよね。はい。そう。だからね、家庭連合はなんか何でもサタンのせいにしてる。あれはね、ほんと妖怪とかのせいにしてるのとあんま変わらないですからね。まあそもそもね、彼らの考え方自体が陰謀的ですよね、やっぱり。それはほんとね、ありとあらゆる人たちを苦しめるからね、本当にやめてほしいし、なんか日本で生き残りを図ろうとしてるのを勘弁してほしいですね。ちゃんと解散命令を出してください。はい。出ない気がするけど。はい。ということで、今日も配信付き合いいただきましてありがとうございました。X の空気が嫌すぎてアカウントごとがアップに消しましたということで。いや、皆さんも本当でも身を守ってください。X はね、本当ね、なんか、しばらく佐々木さんみたいな人が偉そうにする状況になっちゃうと思うので、私はね、なんだかんだで情報取れるから、まあ、続けてますけれども、まあ、やっぱりね、ちょっとまともな話し合いできないなと、今回も感じたのでね、まあそういう場ではもうすでになくなっちゃってるので、はい。まあよかったらね、アーカイブの方もぜひともですね、お考えになったこととかコメントしたいことありましたら、ぜひ気軽にお書きいただければと思いますので、はい。まあ、YouTube もね、なかなか安全な場ではなくなりつつありますけど、ぜひよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、反対、反戦、反差別ということでですね、いつも本当ありがとうございます。ということでですね、アカウントで、カラスマさんと相互でした。ありがとうございました。そうでしたね。はい。そうだ。でもね、もうなかなか難しいっすよね。なんか、皆さんもね、私、ブルースカイにもね、アカウント持ってますし、なんかマストドンもボットなんだけど、普通にね、返信とかは確認できてますんで、よかったらチェックしてください。リンク数からですね、リンク貼ってありますので、概要欄からチェックしてみてください。ということで、お疲れ様でした。で、明日なんですけれども、ですね、音花風花さんと一緒にですね、ザ・スタンリー・パラブルというなんか思った以上にめちゃくちゃなゲームなんですけれども、ですね、人間の死体意志を、テーマにしたゲームはなんかよくわからないのですが、おそらくでもクリアになるんじゃないかなと思いますので、第2回にして終了かもしれないんですけど、よかったらですね、9時から、開始したいと思いますので、よかったらチェックしてみてください。あと日曜日にはですね、ちょっとポッドキャストとか、久々にやろうかなと思ってるので、よろしくぜひお願いいたします。まあ単独でそうなんとか不信任案出せなくなっちゃったらね、本当に良くないですよね。まあなんかしばらくこういう状況が続
続くと思うとうんざりしますけれども、まあ自民党だってね、不滅の存在ではないし、別にね、いきなりね、ロシアになったわけじゃないので、まあそこは本当、ね、なんとか日本の民主主義を存続させるため頑張っていきましょう。できる範囲でですね、無理しないでやっていきましょう。ということで、明日もよろしくお願いします。皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。ゆっくりお休みください。お疲れ様でした。